チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日も遅くなってしまいすいません。来ていただいてありがとうございます。ということで本日は時事雑談ということで、高市中傷動画疑惑紛糾、嘘が勝つか真実が勝つかということで、イスラエルアメリカの情勢や高市中傷動画作成疑惑問題、国民投票法等の問題や社会問題、デモやプライド月間の話など多岐にわたる話題を解説していきます。はい、ということでですね、現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人についてはまた取り扱いますので視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱っているつもりはございません。配信のチャット欄およびコメント欄に参加される方はルールを守ってですね、楽しくチャットしてくださいということで、皆様来ていただいてありがとうございます。最近忙しくて毎度遅くなってすいませんでした。生姜さん、ミニラトルさん、ペタさん、サパタさん、タイムさん、無欲さん、アンナエさん、ドメキレオさん、コンカラスです。カナシミさん、コンカラスです。お疲れ様です。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで早速入っていくんですけれども、まずは、お知らせ等からです。ですね、参考リンク集を相変わらず、Google ドキュメントで用意しておりますので、他のですね、署名とか、リンクを見たいという方は参考になさってください。はい、オンライン署名、安倍晋之助氏の家庭内暴力防止プログラムの受講とご家族へのケアの提供を読売ジャイアンツに求めます。2300筆いきました。お疲れ様です。はい、お疲れ様ですなん
ですが、もっともっと集めたいので、皆様シェア拡散、署名のほどよろしくお願いいたします。あと昨日ですが動画出しました。なぜ左翼は嫌われるのかということで、なんかすごい好評いただいててちょっと嬉しいんですけど、まあいつものようにですね、こんな感じで、私が自称リベラルの人に対して好き勝手なことを言っております。よかったら見てみてください。はい。あとですね、プライド月間ということで、12日にですね、カラスマトークスペース特別編プライド月間に話したいこと、伝えたいことという企画をやろうかと思ってます。LGBTQ+ に関することについて当事者の方、アライの方を問わず話してみたいことがある方を募集しております。こちらなんですが、まだ、ですね、規定人数というか予想人数に集まっておりません。はい、集まっておりません。ディスコードで別に私と友達にならなくても話せる予定なので、皆様ぜひふるってご参加のほどよろしくお願いいたします。はい。小田原風花さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。署名しました。ありがとうございます。はい。安倍晋之助さんの署名、安倍晋之助の署名もですね、皆さん、ぜひとも広げてください。よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、本題に入ってまいります。まずはただ、すみません。ですね、嘘つきと言ってると、まあなんか高市さんの悪口を言わないでくださいと言われるような雰囲気になってまいりましたが、まあ嘘つきといえばやっぱこの人でしょうということで、嘘つき大統領トランプとイスラエルなどの話をしたいと思います。はい、このですね、ホルムズ海峡の問題もイランの問題も全く解決しないドナルド・トランプは今何をやっているのかということです。ドナルド・トランプが自身をナルトにした AI のクリップをトゥルースソーシャルに投稿しました。何をやっているんですか、このおじさんは。はい。ということで出落ちだったんですが、トランプ氏ナルト動画投稿で物議、ネット上では政治利用するなということで、なんか一部の人がですね、ペンライトデモにアイドルのペンライトとか持っていくのやめてほしいです。政治利用、されますよ。バンダイナムコさんが怒りますよみたいなことを書いていて、まあちょっとかわいそうなので晒さないんですけれども、ペンライトを持っていくことは別に政治利用の範疇にならないと思いますよ。これが政治利用だろ。はい。ということですね。トランプ大統領が自らを人気アニメナルトの主人公渦巻ナルトに見立てた、渦巻ナルトへの風評被害甚だしい動画を SNS に投稿しました。まあいつものトランプではあるんですけれども、まあ遊戯王に続いてこれですからね、いい加減集英社はドナルド・トランプを訴えるべきじゃないかと思います。まあインターネット上では早速ナルトファンとして腹が立つ、勝手に利用するなという怒りの声が上がっているそうです。まあ当然だと思います。はい。まあ皆さんこれが、コンテンツの政治利用です。はい。ドナルド・トランプさんをですね、知らないで、まあ話してしまったのかもしれないですけど、ペンライトを政治利用だとか言ってる人たちは反省してください。はい。これが、アニメコンテンツの政治利用です。はい。ということでですね。オバスーさん、ラードンさん、コンカラスです。もはや生成できることにも問題がある。いや、だからね、これ生成 AI でこれ作ってること自体が大問題なのに、これを投稿してるわけですからね。最悪の行為ですよね。いやー、なんでこれにオタクは怒らないんだよ。やめてください。これが著作権侵害。ははははは。A のノートはバンナムの名誉毀損ではないでしょうか。はい。本当に権利の概念がない人たちは困りますよ。日本のアニメを政治利用、トランプは日本を軽視していますということで、まあ完全に舐められてますね。はい。日本のコンテンツはタダだと思われてるんだと思います。いや、ナルトはね、本当ね、海外にも子供のファンが多いので、本当に今すぐやめろと思います。はい。消してください、この動画を。ということでですね。はい。まあ、そんなトランプなんですが、まあ、ろくでもないことばかりしています。はい。まあ、FIFA 自体がろくでもないんですけれども、FIFA ワールドカップというのが開催されることになったんですが、ソマリアのサッカー審判が米国への出場、入場を拒否されました。はい。6月8日ロイターによりますと、米国はワールドカップの試合で審判を務める初のソマリア人となる予定だったサッカー審判オマル・アブドゥル・リカダン・アルタンさんの入場を拒否しました。FIFA の広報担当者はアルタン選手が週末に米国への入国を許可されなかったため、最新大会が木曜に開幕するワールドカップで練習したり審判をすることができないと述べたと。
このアルタンさんって私も全くサッカーに興味ないので知らなかったんですけど、世界的に有名な審判の方らしくてですね、ワールドカップで審判をやることを楽しみにしているというふうに言われてたんですけど、ソマリア人であることを理由にですね、要は国情が不安定だとかなんだとかいう理由で入国審査を拒否したそうです。とんでもねえ差別ですね。もう FIFA やワールドカップやめればって私はずっと言ってるんですけれども、それにしてもひどすぎると思います。なんでソマリア人だったら審判できないわけですかね。こういう本当差別の温床になっているのでですね、私はワールドカップ自体に批判的なんですけど、それにしてもちょっとひどいと思うし、サッカーファンの人たちはもっと怒った方がいいと思いますね。はい。当然生成 AI については私は否定的ですが、かなりの確率で法律違反を犯しているのにそれを利用とする国会の党があるという聞いたんですけど、はい、彼ら後半に出てきます。政治利用禁止のイラスト屋を利用して差別やフェミニスト叩きに利用して規約違反し続けたのもいつも差別主義者の側でしたね。はい、その通りですね。表現の自由ってなんだよって感じですが、ゴゴムリサコカラスです。NYC でのバスケットボールの試合にトランプその事件もありましたね。今回ちょっと取り上げませんが、補足ありがとうございます。いや、オリンピックも禁止すべきだよね、これ。はい。野球のみならずサッカーを解体してほしい。トーラブは佐野なんちゃらを寄り続けるサッカーとコラボしてしまないでくださいという、その人ちょっとすいません。もうちょっとで出てきますが、ちゃんと出る前に予告します。ただですね、ワールドカップについては本当に大問題になっておりまして、ワールドカップを前にメキシコシティが大混乱、抗議活動と土壇場での建設工事によりということで、メキシコで反対運動が起こっております。メキシコシティがワールドカップ開幕の8日前水曜日、教師や元裁判官による大規模抗議活動や道路閉鎖、土壇場での建設工事が首都で大混乱を引き起こし、数百万人の住民が、影響を受けているということでですね、メキシコシティはですね、首都のアステカスタジアムでメキシコ対南アフリカのワールドカップ初戦を開催することになっていまして、ここね、リベラルな、皆さんあれメキシコって思い出した方もいると思うんですけど、リベラル左派で有名なですね、クラウディア・シェインバームさんって女性の大統領が、今統治してらっしゃるので、なんでそんなことになってんのみたいな話なんですけど、まず FIFA の開催はシェインバームさんの就任以前から決まってたっていうこと、そして、メキシコって左派が強いお土地柄なので、全国教職員組合で反体制派である、ですね、CNT っていう組織があるんですけど、こちらの方々が大規模な FIFA ボイコットとか反対運動をやってるらしいです。で、ソーシャルメディアで共有された公式声明では、ワールドカップ開幕時に大規模デモを行うということでですね、このように、銅像をぶっ倒したりだとか、結構ね、過激な活動をされてる。メキシコ当局もどうすればいいのかわからないという状態になっているそうです。シェインバウム大統領は、デモの弾圧を命令したりするつもりはないが、このような挑発に乗るつもりはないというような、そう言うしかないよねっていうだからですね、同じ左派から攻撃されているので、ちょっと対処しようがないということで、当局としても暴力的に弾圧するわけにいかないじゃないですか。はい。なのでですね、メキシコシティのちょっと治安がよろしくないようなことになっているということで、いや、これをなんか右翼にネタにされるのもなんか嫌だなという感じなんですけれども、どうしようもないですね。確かに FIFA ワールドカップはよろしくない催しだと思うので、はい。ちょっとメキシコの決断が誤っていたのではないかなと思います。伊沢さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。スポーツ排斥の流れ、ジェンダー排斥の後はエスニシティでの排斥も当然接続されていますね。すべての差別つながってますし、メキシコ政府はね、やっぱり人種差別とかには強く反対してきた立場なので、やっぱり矛盾をつかれてると思いますし、そういう意味ではこの CNTE のね、主張は正しいとは思うんですよ。正しいんだけどね、なんか柱とかぶん回してるんですよ、この方々。いや。当局としては参りますよね、これ。
はい。あ、竹野さん、ここからです。先日コメントありがとうございました。前のカタールでも外国人労働者の人権が無視されたながらやめましたし、やめた方がいいと思います。ということで。あ、ご本人さん、風邪ということで、お大事になさってください。本当に。無理して、全然配信アーカイブ残しますので、皆さんもですね、季節がなんか寒くなったり暑くなったり、ひどい天候なので、健康には気をつけられてください。はい。ということでですね。ただですね、まあ、メキシコに対する態度もあれなんですけれども、こんなことになってもアメリカ放置しているので、アメリカは、イランに対する差別も行っております。イランのサッカー代表チームに対する米国の妨害を非難、選手らはメキシコ入りということで、まあ、アメリカのですね、侵略戦争に遭っているにもかかわらず、戦争当事国であるのに、まあ、アメリカが出れるんだから当たり前の話なんですけれども、イランの、まあ、選手はですね、今回出場を許されたんですよ。まあ、なんか、それ自体がなんか、FIFA にとっては、我々は寛大な措置をしてるみたいなこと言って、ふざけろっていう感じなんですけれども、ただですね、やはりビザ制限を食らっておりまして、アメリカ当局からの嫌がらせだというふうに言われております。イランの国営メディアによると、イランサッカー連盟のタジ会長は7日、代表チームが大会のために米国への入国許可を得ているにもかかわらず、入国できるのは試合のわずか1日前であると述べた。この報道をめぐり、イランに対する扱いは不公平であるとの非難が巻き起こっており、米国人による妨害がどこまで続くのかわからない。米国の行為は悪意とチーム間の平等の欠如を示しているということで、1日前ってどういうことっていうことなんですけど、要はメキシコに滞在してるんですよ。メキシコに滞在してて、アメリカのですね、試合に出場するにはですね、ものすごいスピードで、まあ、アメリカに移動して、もう、とんぼ帰りで、まあ、ビザ1日しか許可されないから、帰ってこいっていうようなこと言われてるんですよ。いやいやいやだからトップチームの選手にバスで寝ろっていうような、まあ、扱いですよね。だからですね、イランにこれだけのことしといて、こっちでもいじめるんですかっていう、まあ、本当にね、腹が立ってしょうがないんですけれども、まあ、だからですね、FIFA を立てに、やっぱりこういう悪いことする奴らが、いるということをですね、サッカーファンの人たちも認知してほしいなと思います。いや、本当ワールドカップとオリンピックやめた方がいいですよ、こんなんだったらもう。はい。米国はイラン代表チームに対し試合が行われる当日に入国し同日に出国する必要があるなどと通告しており、米国に滞在する期間を一切認めないとしました。これは彼らを往復の長距離移動とメキシコでの宿泊を余儀なくされるものであると。アメリカにはスポーツの国際大会を開催する資格がないので全世界でボイコットされるべきですということで、まあそりゃそうだろうなと思います。はい。イランの選手に深く同情します。ですね。そもそもトランプの行動がねだから本当露骨すぎるんですよね。カタールの大会で大勢亡くなった時も日本の当時の協会会長が今サッカー以外のことでいろいろ話題にすることは好ましくないなどと言ってその場しのぎをしてその後話題にしませんでしたねということですね。はい。ただですね、日本でこの FIFA ワールドカップに絡んで話題になっている人がいらっしゃいます。はい、どなたでしょう。はい、すいません。性犯罪容疑者の人が出ます。ご注意ください。画像は出しませんが、フジテレビサッカー最高の景色でのラストピース。本日は佐野海舟選手。自身初の FIFA ワールドカップ、森保監督が大好きな大きな期待を信じ寄せる選手の一人、そんな佐野が日本代表にもたらすラストピースとはという。ラストピースって何いや、画像消してるんですけど、意味がわからない。で、どういうことなので、まあ、フジテレビって、やっぱり何の反省もしてないんですね。やばいと思わなかったので、佐野海舟さんを特集することにっていう、まあ、ちょっと驚愕の、まあ、ポストなんですけれども、偽ツイートではなく、まあ、フジテレビで本当にですね、佐野海舟さんが出たそうでございます。ああ、本当に。あいつ出すのやめよって。いい加減にしろよって。あ、回線不安定ですか？本当？あら、すいません。なんかね、視聴者数は最近おかしいんですよ。バグってて、本当にね、いきなり増えたり減ったりするんですよ。すいません。私の回線が不安定だったら申し訳ないです。はい。ただ視聴者数はあんま気にしないでください。
いい加減にしろよ。何事もなくこいつ出すのやべえだろということで、いや、やばすぎますね。はい。で、海外の、アルファツイッターの人がですね、このようなポストをしました。現在、メキシコでトレーニング中の日本代表チームには、レイプ容疑で逮捕された男性の佐野海舟が含まれています。地元の女性には、このような潜在的性犯罪者に対して警戒を呼びかけておりますということで、画像、消していますが、これは確かに煽りすぎは煽りすぎですよ。佐野は確かに容疑で捕まってますけれども、起訴されなかったので、そうなんですけれども、でも事実じゃないですか、これ。だから、ですね、これが、海外のですね、でバズって1000万回以上表示されてしまったんで、日本には、ワールドカップ選手には、そんな、なんか性犯罪容疑のかかったやつがいんのみたいな、話がですね、向こうの人たちにもみんな伝わってしまったようです。で、ただ、メキシコ全体がもちろん大騒ぎになってるとかのレベルではなく、タブロイド紙が今一部で取り上げてるレベルらしいんですけど、逆に言うとタブロイド紙が取り上げるレベルになってしまったということですね。いや、なんか日本が有名になるのって最近こういうことばっかりですね。はい。結局代表選出されたのは本当理解できないですね。ということで、ただですね、良識あるサッカーファンの人がさすがに苦言を呈する状態になりました。佐野海舟のワールドカップ日本代表招集で不起訴イコール無罪ではない、晴れ舞台に立つ性犯罪者ではないかということで、ですね、市議の方が主張したそうなんですけど、マインツ所属の佐野海舟は FIFA ワールドカップ北中米大会、ごめんなさい。日本代表に選出されてしまいました。初戦ですね、オランダ代表戦を1週間後に控える中、練習をしているんですけれども、鹿島アントラーズとかからマインツ移籍直後に不同意性交容疑で逮捕された過去をめぐり議論が白熱して、ですね、米子市の、ですね、市議の方が、最初ですね、市長か、米子市のですね、とんでも市長がですね、佐野海舟を擁護するようなコメントを出したんですよ。で、これはとんでもない話なんですけど、それに対し吉岡、米子市議会議員が、海外からは日本の性的暴行に関する司法の在り方が異常だと見られている。不起訴イコール無罪ではないし、本人も認めている事実であるのに、地元の高校出身者だからと市長が応援してしまう世界観に私たちは生きています。罰を受けることもなく、晴れ舞台に立つ性犯罪者を被害者の方はどう見ているのでしょうかと。真っ当な意見を出しております。はい。いや、米子市長が異様なんで、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、ですね。いやー、だからこういう形で、だからですね、結局、だから絶対こうなるって分かってたじゃないですか。日本代表に選出しちゃダメなんですよ。日本代表に選出した瞬間にこうなること分かってたじゃないですか。その一部の佐野海舟擁護派の人たち以外は、思った通りじゃないですか。この責任どう取ってくれるのかなと思いますね。今後ですね、ワールドカップが進んでいくにつれ、ますます大きな問題になるのではないかという気配が、匂ってきております。はい。ということで、オンライン署名、佐野海舟の日本代表招集を撤回、まだ1万筆も集まってません。はい。皆さんよかったら署名してください。はい。私は署名しました。ということでですね、BBC で大手芸能事務所の性犯罪を告発されたのに日本内で批判できなかったフジテレビが今度は佐野海舟を呼んでるわけですよね。終わってますよね。なんかそう考えると。悲しいわ、マジで。ですね、そう、性犯罪が軽く扱われる国だということが世界中に喧伝されてるわけですよね。最悪ですよ。これ以上広まる前に佐野をクビにした方がいいと思います。署名活動で何度も言ってるのですが、暴行を起こした人物は専門家の計画と指導の下でその認識をきちんと正さないと根本的解決になり得ません。ただ処罰を与えるだけでは不十分ですね。はい、その通りです。やだな、こんな日本。署名しました。署名します。ありがとうございます。概要欄のリンクからも取れます。世界の真ん中で咲き誇るだとか美しい国だとかおこがましく感じてしまいますね。いや、本当にね、はい。これで何を言うてるのかという話なんですけれどもね。はい。ただちょっとすいません。戦争のニュースになるんですが、戦争というか虐殺のニュースなんですけれども、パレスチナヨルダン川西岸で、乳児がイスラエル軍に至る死亡、ということで、死亡じゃなくて殺害でしょという、NHK は相変わらずこういう感じなんですけど、報じただけいいかもしれないですね。
イスラエルの占領下にあるパレスチナのヨルダン川西岸で家族の乗った車がイスラエル軍に銃撃されて赤ちゃんが死亡しました。だから死亡じゃなくて銃殺と書きなさいという感じなんですけれども、イスラエル軍はテロ対策などとしてですね、仮初めの停戦の中でも、ずっと死者が増え続けています。OCHA 国連人道問題調整事務所は今年4月までの2年半の間に1000人以上がイスラエル軍に殺害されたとしています。停戦っていうのは一体何なんですかね。はい。ということでですね、銃撃された家族が民間人であることが分かったって民間人に決まってるでしょ。赤ちゃんですよ。ね。子供であろうとテロリストだというふうに言い張ってるのがこのイスラエルなわけでございますけれども、子供とかね、そういう存在を守らない国の行き着く先っていうのはこれだと思います。はい。だから目の前にこういう国があるのに、日本はね、イスラエルを非難するどころか、あろうことか協力しようとしてるわけですよ。とんでもない話ですよね。はい。道の海賊さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。先日の配信で話に出てた盗撮してる人を警察に届ける YouTuber が SC 相模原の佐野という選手が駅で盗撮してたので警察に届けて地上波ニュースになりました。無期限出場停止契約解除でした。代表レベルだって得られる。あ、そうなんだ。そこはちゃんとしてるんですね。相模原のチームがちゃんとしてるのかな。どう考えてもイスラエルがテロリストですね。赤子がテロリストなわけがないんですけど、どうやって言い訳するんでしょうか。停戦でも本当赤米なしですからね。はい。つうことでですね、ちょっとすいません。レントゲン写真ですけど、ちょっと痛ましい写真が出るのでご注意ください。ごめんなさい。次だ。先にこっち出すか。ですね、トーマス・ファッチ、ジャーナリストの方ですが、これがほとんど報道されていないのは信じられない。今年の欧州報道省がオランダの新聞でフォルクスラントの調査報道に授与された。その記事は傷が語るものと題されたものである。ジャーナリストのモード・エフティングとウィレム・フェンストラが、ガザ地区で頭や胸に一発の銃弾を受けた15歳未満の子供114人の事例を記録した。ほぼ全員が死亡するか重度の障害を負った。彼らが15歳未満の少年少女、実際にはもっと幼い3歳、4歳、7歳などの事例だけを記録することにしたのは、これらの子供たちがすぐに特定できたからである。体のこれらの部分に一発だけの銃弾が当たり殺されたということは、これらの子供たちが意図的に殺害されたことを明確に示していると2人のジャーナリストは書いている。ガザのジャーナリストの人たちはみんな言ってることだし、このトーマス・ファッチさんに関してはちょっと調べたんですけど、いわゆる反米帝ジャーナリストの人なので、かなり偏った意見の方です。それは事実なんですが、この八尾健介さんのですね、翻訳には、の内容は正しいです。はい。で、もしですね、興味のある人はこちらに、ですね、無料で全文読めるそうなので、Fat the Wounds Telling Us というですね、非常にもう気の重くなるような内容ですが、読んでみてください。だからですね、頭部の上から、正確に狙い撃ちしてこれを当ててるんですよ。だから意図的な銃殺以外の何者でもないし、処刑ですよね、これ。だからイスラエルはこれだけの事例が114件あるんですよ。114件同じ証拠があるにもかかわらず、私たちはそんなね、子供を大量殺戮なんかしてないみたいなことを言い張ってるわけですよ。どの口が言うねんという話ですし、犯罪を適切に処罰できない国は、結局こうなるということですよね。はい。反米帝自体は正しいです。はい。ロシアとかを擁護してはいけないという意味です。はい。だからね、テロリストという言葉がこういうね、虐殺行為の正当化に、使われてるわけですよね。そしてですね、ガザのジャーナリストの方ですが、ガザは最後の息を引き取ろうとしており、私たちがたどり着いた状況は極めて危険である。気温は息苦しいほど上昇し、数十万人が暮らすテントは布とプラスチックでできたオーブンに変わっている。電気はなく、エアコンもなく、扇風機もなく、冷たい水もありません。人々は眠ろうと試みていますが、暑さ上、そして恐怖が眠りを不可能な夢のように感じさせています。清潔な水が不足しており、清掃用品はほとんど存在せず、必須の医薬品は手に入りません。皮膚病は子供から大人まで恐ろしい勢いで広がっており、ゴミが積み上がり、下水が避難地域と混ざり合い、さらに苦しみを増大させています。食料のために長蛇の列ができますが、多くの人が空手で帰ります。援助は減少しており、ほとんどの救援センターが停止するか、最低限のニーズさえ満たせなくなっています。これはですね、
事実なんですけど、半分ぐらいの救援センターの人たちは頑張ってます。なのでですね、ガザの救援をやっている人たち自体を貶める意図ではないと思いますし、実際彼らは限られた条件の中で一生懸命頑張ってるんですけれども、実際ですね、半分支援の、ですね、食料の量が半分ぐらいになってるらしいんですよ。なんでそんなことになるのっていう話なんですけれども、イスラエルの締め付けがひどいからですよね。はい。だから結局、イスラエルはイランとのですね、戦争行為を起こすことによって、何をしているかっていうと、パレスチナの人たちとか、レバノンの人たちに対する虐殺をですね、ごまかしたりとか正当化しているわけですよね。だからイランとしては、レバノンでのパレスチナでの虐殺もやめなさいと、それをやめない限りはホルムズ海峡封鎖を開けませんという、ことを言ってるわけです。ホルムズ海峡の封鎖でね、被害を被っているのは確かに私たちなんですけれども、どちらの言い分に正当性があるかということですよね。はい。ですね、メディアはもっとこの数字を報道してほしいですね。はい。西側帝国主義を破壊できなかったから。ただね、もちろんイスラエルは邪悪なんですけど、本当に邪悪なんですけど、何度言っても足りないぐらい邪悪なんですけど、ただですね、彼らのこういう邪悪さっていうのは、やっぱアメリカがですね、何でもかんでも武器を与えて処罰もしないっていう姿勢から出ているということは、言っておかなければならないと思います。はい。赤ん坊を撃つのはおかしいし、上からとどめさせてるのは本当におかしいっていうね、誰がどう見てあっておかしいですからね、この写真は。はい。正当化できる理由がないでしょう。はい。ナチズムですよ。はい。重房信子さんの時代から、重信房子さんかな、パレスチナはずっと被害を被っているし、むしろ広くなっているし、ガザの今の状況では支援しようとしてもそうですね、十分に届きません。私も個人支援などもやっていますが、正直、焼け石に水感はありますよね。はい。ということでですね、私がローマ教皇を好意的に取り上げるようになるとはっていう感じなんですけど、武器では平和を築けないということで、教皇がスペインに来てですね、わざわざ演説をされていったそうです。いや、この方はちょっとビッグビっていたというか、ここまでやると思わなかったですね。ずっとね、トランプと対立しているレオ14世なんですけど、訪問先のスペインの議会で演説し、ウクライナ中東での紛争が続く中、武器によって一時的な沈黙をもたらすことはできても永続的平和は築けないと訴えた。世界の指導者に向け辛抱強い対話を訴えた。スペイン議会で教皇が演説するのは初めてで、アフリカから大西洋を渡ってスペイン領カナリア諸島に渡航する移民らの犠牲の跡が立たないことを踏まえ、多国間協力による支援や対応が必要であるということで、ちゃんとスペイン政府のことにも釘を刺しているわけですね。はい。こういう時代にね、この人が教皇だったことはせめてもの救いだったと思うんですけど、逆に言うとね、やっぱり昔に比べると教皇の意向とか力っていうのが弱まってるんだとは思います。これだけ言ってもね、言うこと聞かないわけですからね、アメリカもイスラエルも。はい。なのですが、私たちはですね、武器や銃器では絶対に平和は築けないっていうことをですね、辛抱強く訴えていくしかないとは思います。はい。レオは14世は保守派です。はい。だから、同性婚に関しては、かなり、中立っつったらあれだけど、同性婚の賛成反対に中立ってないので、だからカソリックのね、その従来の見解を崩してはないですよ。同性婚反対派ですから。だから、全肯定することはできないんですけれども、でもね、この人が唯一超党派で正義を語る国連以外の存在になるとは本当思わなかったですよ。だから前のねフランシスコ教皇に比べても保守的な人だって言われてたから、トランプに対してどうするんだろうって思ってたんですけど、もうバチバチにやり合ってますからね、すごいいいですよね本当に。はい。そこは本当すごいと思いますし、そうですね、自分の影響力を分かってて正しく使ってる人だとは思います。いや本当にね、レオ14世がこういう人でよかったですよ、本当に。そうですね、保守的だからこその行動なのかもしれないですね。だから、レオさんぐらいの人って別に昔だったらその保守派と言ってもよかったと思うんですけど、今の世界情勢から見るとどう見てもリベラル派なわけですよね。
そう、世界が極右化しすぎたんですよね。まあ、極右に反対するのは、基本、保守の基本のはずなんですけどね。まあ、その点はね、まあ、本当今の保守を名乗ってる人たちが、の位置がですね、とんでもねえところに行ってしまってるんだということをせめて自覚していただきたいなと思います。はい。ということで、アメリカ、イスラエルの話でございました。いろいろ辛い内容も最初からあったと思いますが、すいませんでした。ですね、ということで皆様、お待ちかね、国内の話に参ります。高市抽象動画疑惑、嘘と真実どちらが勝つかということで、まあもう嘘といえば高市さんみたいになってしまってるんですけど、はい、ということでまずはちょっと動画を見ていただきたいと思います。嫌な方は2分ぐらい飛ばしてください。もう一回聞こえない。共同通信の抽象動画について男性の証言を報じましたが、過去の答弁の整合性はどのようにお考えでしょうか。ちょっと待って、ごめんなさい。ちょっと次行事があるので短くちょっと共同通信の報道でっていうことではわからないですが、私これまで答弁してきました。それは揺るぎません。一つは私、自身も私の事務所もそして、国会議員で、去年の総裁選挙を応援してくださった、議員の皆様も含めてでございますけれども、他の候補者の誹謗をしたり、中傷をしたりというようなことは、私の流儀でもありませんし、決してそれはやっておりません。それから衆議院選挙につきましても、過去30年以上、衆議院議員をやっておりますけれども、これまでの選挙で対立候補の批判をしたり、中傷をしたりということは、私は一切やっておりません。私の事務所もそういうことをすることはございませんし、そしてましてやそれを第三者に依頼をするということは決してございません。ということでございます。大丈夫か。ちょっと携帯番号を、うちの秘書の携帯番号を共同通信が確認した、っていうちょっとその経緯がわからないのですが、おっしゃってるのは面識があるかないかっていう話でしょうか。そういうことでしたら面識はないです。実際にお会いして名刺交換をして相手の所属や、氏名をちゃんと承知しているってことはないと、いうことでございます。じゃあすいません、ちょっと行事に出なきゃいけませんので、お疲れ様です。はい。ということで、高市総理のコメントなんですけど、これで納得できた人いるって何を言ってらっしゃるんですか。ついにだから共同通信が取り上げるまでになったんですけど、文春レベルの話じゃなくなったわけなんですけど、相も変わらずですね、私はそんなことしてないの一点張りだということですね。はい。ということで、アシンズさん、やっぱつれわさん、コンカラスです。私の流儀ではないって嘘しかついてないよねっていうですね。もう、ほんと嘘ですよね、全部。で、さっき気づいた人いるかもわかんないんですけど、行事で質問に答えろっていう話なんですが、高市さんは、自民党総裁選などに首相の陣営が対立候補を中傷する動画を大量作成したという週刊文春報道をめぐり記者団の取材に応じ、記者の問いかけに時間を気にしているっていうことで、毎日新聞が激写したんですけれども、メガネじゃない、時計を見てるふりをしてるんですけど、時計腕時計つけてないんですよね。いや、何やっとんのこの人はっていう。こういうね、演技でずっと押し通してきた人なんだとは思いますけれども、ちょっと呆れてしまいますね。三文芝居だと思います。いや、本当にね、これで押し通す気満々なんでしょうね。だから今まで結局、こうやって乗り切ってきたんじゃないですかと言いたくなりますよね。
まあ、ただね、一つ言っておきたいのは、高市さんの言葉遣いに関してですね、なんかよくわかんない、って言ってた時があったじゃないですか。で、あれは、だるって言ったんじゃないかとか、記者の質問がだるいと言ったのではないかとかっていう、まあ、噂が立ってるんですけれども、批判すべきはまあそこじゃないですよね。有権者として問いたださなきゃいけないことは、暴政と不正疑惑と統一教会との関係など山ほどあるのであって、まあ、風呂から出たら旦那が食っちゃってなどは、総理が男性だったら下品とかいちいち言う人はいなかったでしょうと、いうことでですね、一挙手一投足を批判すれば、総理がかわいそう作戦に絡め取られますし、まあ、ミソジニスティックなことは言わない方がよろしいと思います。はい。ということでですね、まあ、ただね、時計見るふりしてるのはアウトだと思いますけどね、それはダメでしょ。嘘でしょっていう話ですけど。ということで、毎日新聞意地悪やなという感じでですね。まあ、ただこういうのもね、やりすぎるとね、やっぱりそのルッキズムとかにつながるので、あんまりよろしくはないとは思うんですけど、本質的な部分ではないですよね。はい。この方の問題は、だから、嘘とか言い訳をしてること、それ自体じゃなくて、その内容がとんでもないことですからね。はい。20年ぐらい前に USO Japan っていう人気番組がありましたが、現実になっていますね。韓国警察ぐらい経緯力に対峙する教授が日本警察にあるというのかというですね、絶対ないでしょう。そう、高市のペースに飲まれちゃダメですよ。はい。ということでですね、皆さん突っ込まれていたと思いますが、8日の高市首相は何をしていたのかというと、はい、ですね、まあ、クラウンメロンを、まあ、午前中は受け取ったりしていたんですが、報道各社のインタビュー後、東京のホテルニューオータニに行って、不要の間で新党政治連盟議員懇談会の会合に出席し挨拶。新党政治連盟の国会会議員、国民、連盟の国会会議員懇談会に出場するために噛んじゃった。ごめんなさい。もう長いんだよ、この名前がよ。だからこんなさ、富に評判の悪い極右団体の会合に出場するためにさ、わざわざ記者の重要な質問を遮ってそっちに行っちゃったんですよ。で、しかも、13分後には校庭に到着してるんですよ。5分しか挨拶しなかったのかよっていう。ふざけろって。新党政治連盟だってどうでもいいだろっていうですね。まあ、ツッコミがこれも殺到しております。まあ、これは行動の批判なので当然の行為だと思いますし、まあ、なんか岸田さんがね、能登半島地震の時にのこのことフラワーつけて出てきたみたいな状態だと思いますね。はい。だからまあ、だから首相の行動そのものはですね、確かにそこの枝葉松さにこだわりすぎると本質を見失うんですけれども、まあ、この子に及んで新党政治連盟の会合をですね、記者のインタビューより優先するってありえない態度ですよね。もうそんなの行かなくていいわっていう。はい。本当にね、記者会見よりこっちが大事なのかという話ですね。大丈夫っていう風にも聞こえますよね。はい。だからまあ何言ったかわかんないので、そこは推測で語るべきじゃないかなとは思います。以前杉田もかけてない携帯電話で話したんだけども、こういったレクチャーを受けるんでしょうかって。いや、でも、だから杉田美代さんと同じ行動してるんだよね。ほんとダメですよね、この人。ほんと。杉田美代さんはね、電話をかけるフリーをポーズをしていたことが有名でございますけれども、はい。でこういうことをするから嘘800だと言われるんであって、まあ不誠実な行動をするからですよね。それは本人が悪いと思います。はい。国家神道を破壊しておけばよかったっていう結局極右の飛び道具で軽いみこし、まあそういう風に扱われてるし、本人もその自覚があるんでしょうね。はい。でも結局こういう極右団体とくっつくために、懇親会に出るためにですよ、わざわざ記者の質問を振り切って逃げるというですね、最悪ムーブをおっしゃってるわけですよね。ダメでしょ、それじゃあ。サズで参考ガラスです。まあもちろん女性であることも利用されてると思います。ミソジニを根絶しなければいけませんね。そう。自分たちがやると男性としてね、強い非難に遭うところをですね、汚れ仕事としてね、女性にやらせてるっていう面は間違いなくありますよ。はい。だから本当に卑劣なのは、まあ自民党そのものだということですね。まあ自民党と新党政治連盟ですけど。そしてまあこの恐怖のまあただ嘘がもう一個あるので、ちょっとこれも研究しておかなきゃいけないんですけど、このインタビューは流しませんが、高市さん2人いる方の片方の、木下秘書は松井健さんと面識がありませんっていう、
ほんと怖いんだけどっていうことで、これどういうことかと言いますと、なんとですね、私もですね、言われてびっくりしたんですが、木下さんは2人いたんですよ。はい。高市早苗首相が国会で話したがんのステージ4の木下秘書というのは渦中の木下剛さんではなく別の同じ名字の秘書であったと、これを意図的に国会で話したのであるということでですね、なんとご病気の方の病床を、国会議事堂で暴露するという暴挙に出たわけですけど、これは本当に許しがたいですね。だって木下剛さんをだからかばう目的だと私は思ったんですよ。木下剛さんを国会に招致させないため、そして剛さんに対する私みたいな人間の非難を少しでも和らげるために言ったんだとしたら、だから私も先週のフリートークだと歯に物を挟まったこれ言い方でちょっとこれ言及してたんですよ。木下剛さんのことだと思ってたからね。それはね、剛さんをこれでガンガン言ったらちょっと問題あるでしょう。そう思うじゃないですか。でも実際は木下という別の名字の、木下さんってたくさんいるから、木下という名字の高市首相は今回の中傷動画問題とは何の関係もない秘書の深刻な病名を国会で必然性のない文脈において自らの保身、そして捜査のかけらのために明かしたっていうことですよ。信じられないですね。正直この行為だけでも議員辞職に相当するんじゃないかと思います。はい。人のね、病気を明かすということは、一つ言っておきたいんですけど、レインボー月間、プライド月間なんて言っておきたいんですけど、アウティングという言葉を使うのはやめましょう。アウティングは性的指向を暴露することです。はい。それはね、LGBTQ+ の人たちの用語なんで、言葉を散奪するのはやめてください。普通に個人情報暴露でいいと思います。はい。どっちにしろとんでもない人権侵害ですよ。私だって病気で僕とバラされたくねえよ。はい。当たり前の話だと思います。ということで、一ノ瀬さん、これ秘書に怒られたも違う方の木下さんでしたら、それは怒られますよねっていうですね。いや、本当にね、これで怒られたんだったら当然の話だよね。もう。当たり前でしょっていうね、普通に秘書辞めるかどうか考えるレベルの行為ですよ、これって。いきなりだからガンだっていうことをばらされたわけでしょ。ありえないですよね。そうですね。自民党のスケープゴートとしてですね、振る舞ってるのかもしれないですけど、それにしても他人を巻き込まないでくださいよって、剛さんとあなたの問題でしょっていう。なんで国会の場で病気を暴露しなきゃいけないんですか。だから本当詐欺師の手口だし、木下姓の人ね、もう一人いるっていう噂もあって、その人写真も出てるんですけど、今回取り上げませんが、その人が癌だという話もあるし、だから、木下さんに対する風評被害がすごいんですよ。だから高市さんに関わった木下さんだったら全員剛さんのスケープゴートにされる可能性があるってことですよね。もうとんでもないっすよ。だから議事録に残ってますからね、この個人情報ね。最低ですよね。正直。言葉がないですよ。いや、本当に深く考えずに多分これ言ってるんだなと思うところも含めてね、ちょっと本当言葉が、私も言われるけど言葉が軽すぎますよ。YouTuber じゃないんだからさ、YouTuber でも許されないレベルでしょ。そう、カミングアウトだってさ、だから不用意な使い方したらさ、ダメだっていう風になるのにさ、そして高額療養費制度の解約考えてる人ですからね。ありえないわ、本当に。はい。ということで何もかもありえない、高市さんについにインドを打たそうとこの人が動きましたということで松井健さんが共同通信に証言しました。ネガティブ動画を総裁選で1500本作りました。衆院選では1万本作りましたよ。福岡拠点に作成しました。私は IT 会社の社長ですということでですね、後でもこの松井さんも全然正義の人ではないのでそれこそ後で批判しますけど、共同通信のインタビューになんと電撃的に応じました。高市早苗氏の陣営の交流サイト戦略について相談に乗ってほしいと知人を介して依頼されました。この知人っていうのも明らかになってるんで後で暴露します。高市氏の秘書ら計4人が参加したオンライン会議で小泉進次郎氏がリードしている逆転するにはどうすればいいんだろうかと聞かれ、短期戦で人の感情を動かすにはネガティブな動画を大量に生成することが効果的であると提案したと。林芳正の動画を作った理由は何でしょうか。
一騎打ちだと思っていたが、秘書に林氏も警戒が必要だと、秘書に林氏も警戒が必要だと教えられましたので、対象に加えましたということで、衆院選に関しては1月26日に秘書から今回もお願いしますねと、松井さんというふうに言われて、依頼して協力してましたということで。まあ、これでなんで辞任しないんですか、高市さんは。だからまあ、松井さんが意を決してですね、いや、木下は俺に協力しろって言ったよって向こうから働きかけたんであって、私はね、ボランティアを装ってましたけれども、依頼があったのは事実でございますよって言ってしまいました。はい。まあ、普通の首相だったらこれでおしまいなんですけどね。なんであの人は首相を辞めないんでしょうか。はい。ということでですね、まあもう事務所総出ですか、しかもね、まあ4人参加してたの、その4人の内訳誰ですかっていう感じでもあるし、木下さんだけじゃないんじゃないですかっていう、まあ高市さん本人がね、参加してたわけではないと思います。木下剛さんの右下にはなんか高市早苗っていう名前が表示されてたらしいんで、おそらく高市さんの PC で、木下さん、松井さんとズーム会議してるんですよね。だから、逆に考えると高市さんはその場にいなかったっていう、まあ、彼女の証言は事実なんだろうと思いますけれども、そういう問題じゃないですよね。これだけの事案が起きてて、じゃあ逆に言うと秘書さんから何も話を聞いてなかったろっていう話でもありますし、いや、こういう人に取り入れられてる時点でそうダメなんですよ。はい、終わってると思います。有料会員にはなりたくないと言っている高市総理のために無料パートのみで決定的証拠を突きつけてるさっきの西日本新聞さん、本当に好きですということでですね、ごめんなさい、ちょっとですね、もう一回ちょっと再読み込みするか。ですね、たまにブラウザの機能で勝手にブロックされて、画像がブロックされてしまうんですけど、テレビのニュースでは、テレビニュースでも次々報じられております。報道ニュースログでは、面識がない発言に変化、オンラインで会議をしたというふうに、まあ、証言していると。面識がない、会ったことがない、有料なので確認できない、1月26日にお願いされたというですね。もうこれはもうどうにもならないでしょう。逃げ場がないと思うんですけど、なんで未だに逃げ回ってるんですか、この方は。いや、ということで、まあ、テレビもですね、まあ、共同通信が報じるにあたって、ついに観念したのかですね、まあ、高市批判を始めました。遅きに失してるんですけれども、まあ、少しでも世論の調子が変わるといいなと思います。いやー、もうアウトやって、マスコミのせいっていうことにしておくしかないのかな。高市さんのね、周りにいっぱいいる怪しい人についてはこの後話します。高市氏側から相談でネガティブな発信を提案、共同通信が証言報道ということで、朝日新聞も共同を聞いて報じました。自民党総裁選で高市早苗氏の陣営から相談され、対立候補に批判的動画を作り、SNS で大量発信している男性の証言を報じました。男性は会社役員の松井健氏であり、これまでも週刊文春の記事や YouTube の番組ノーボーダー内で、このした動画について高市氏の秘書との間でやり取りして実施したということで、はっきり証言してたでしょと。林芳正さんも対象とし、2人を取り上げた動画を生成 AI で1000から1500本ぐらい作った。衆院選では1万本作りました。他候補を中傷しましたと、いうようなことを、暴露しております。そして、また衝撃的な暴露も松井さん同時にやってまして、2月の衆院選の際には高市氏を含む与野党の計50陣営から動画作成を頼まれ、20陣営に協力している。つまり高市さん以外にも19人ですね、松井健さんに協力している人間がいるんですよ。いや、全員当選無効でしょ、これは。もう、どんだけ腐敗してるんだよという。もう呆れて言葉もないんですけども、おそらく野党の一部もですね、なんか協力してる人たちがいたんじゃないでございましょうかというようなことを松井さんは匂わせています。はい。そうですね。NHK は相変わらず高市さんの言い分ばかり流しているので、今回取り上げませんが、もう呆れてものも言えないですね。はい。文春がずっとスクープして散々叩かれてですね、ようやく腰を上げてテレビと朝日新聞なんですけどもね。本当もうちょっと頑張ってくれよって感じですよね。これ最初からバラしてたらさ、もう終わってたでしょ、話があって。ダメだこりゃ。
総裁選の頃からララの下に関してはコロコロ発言変わってました。まあそうですね。だから思いつきで結構話す人なので、おそらく今までの経験からしてもね、思いつきで話す人だから、ララの鹿についての証言がコロコロ変わってたことみんな覚えてると思うんですけど、まあそれと同じっていうことですよね。だから奈良の鹿と話すのと同じノリで、他候補のですね、中小動画問題についても話してるってことですよ。とんでもねえなっていう。はい。ですね、松井さんの動機についてはちょっと後で言及します。そう、これが民意って言ってた人たちがね、そこだけはちょっと私、ざまーっていう気持ちが抑えられないんですけど、これこそが民意だって言ってたじゃないですか、高市のファンの人たちって。いや、冗談じゃないよ。作られた民意でしょっていう、人工芝でしょっていう。はい。まあですね。はい。そしてまあそういった追い詰められた高市支持者の人たちはですね、中道の伊佐さんに対する誹謗中傷をするなどしております。その汚い気分を食ってやると X で発言した中国摂権瀬野良次と親友だという伊佐真一、点と線がつながった。国会で文春ネタをやっているのは親友の摂権の依頼に違いない。中国語で始まるこのおぞましい動画ということで、まあ、公明党さんって中国とのつながり深いんで、普通に中国の方々にですね、メッセージを送る動画とかも、伊佐真一さんは、私はあんまこの人好きじゃないんですけど、出してるんですけど、まあ、国会でですね、高市総理についてすげえ追及しまくった結果、まあなんかですね、今まで割とですね、秋波を送っていたような右派の人たちからも、まあ完全にそっぽ向かれて、このようにバチバチ誹謗中傷を受けています。まあちょっと身を守ってほしいなと思います。いや、しかしこれしか言うことないんですかね。もはやただの陰謀論者ですよね。これも何もかも中国の陰謀に違いないと言っちゃってるんですよ。まあ気持ちはわかるけど、自分たちのが間違っていたことにそろそろお認めになったらどうでしょうか。はい。汚れた新興芝を育てたのはスマホ農場なわけですよね。いや、だからこんな人たちがスパイ防止法を作ろうとしてるのとんでもねえですよ。はい。あなたたち中国から本当に侵入したスパイがいても気づかないでしょ、きっと。はい。選挙こそ民意という言説にはだから懐疑的なんですよね。まさかここまでそこが抜けていたとは思いませんでしたけど。はい。まあ公明党さんが一番中国に近しいんじゃないですか。パイプがあるっていう意味ではね。はい。でですね、中小動画に週刊誌の記事が証拠でございますかなどと反論していた、高市総理ですが、早苗トークン問題とネガキャン動画疑惑で露呈した致命的な弱さということで、まあ、プチカシマさんが今までのですね、この割とややこしい問題をいろいろまとめてくれてるので、興味ある人はぜひ読んでください。非常にわかりやすいです。早苗トークンの問題は週刊現代が最初に詳細に報じ始めました。これは何なのかと記事を読むうちに焦点は次第にトークンそのものからそれを仕掛けた松井健なる週刊現代でレポートしている、まあ、すごい剛腕ジャーナリストだということが分かったんですけど、河野義信さんという方は、松井さんの、過去の投資トラブルや別の仮想通関係、さらには玉木トークンの構想まで掘り下げていく。玉木トークンというのはですね、玉木雄一郎さんのトークンを作ろうとしていたんですよ、松井さんは。そこから浮かぶのは高市知事の純粋な政治活動というより話題性のある政治家に目をつけビジネスにしようとする松井氏のスタイルであり、そんな人物が高市氏の重要編に入り込んでいたのである。そこに週刊文春が登場する。最初の切り口はやはり早苗トークンだった。しかも松井健氏本人の独占告白という形であると。松井の主張はシンプルであり、早苗トークンは、高市に無断でやった話ではないということだ。松井氏は高市氏事務所の木下剛秘書らに暗号資産であることを説明したという主張であると。いうことで、まあ、プチカシマさんのまとめをですね、最後まで読むと全部ネタバレになっちゃうので読まないんですけど、読めばですね、結構納得いくんじゃないかと思うんですけど、要は、松井さんのやってることって自己保身なんですよ。だから、早苗トークン問題で金融庁などの捜査を受けて、自分の身がだいぶ危うくなったわけですよね。このままだと、高市さんに全ての罪をなすりつけられて、自分は逮捕されてしまうかもしれないと。まあ、これ想像ですよ。私の勝手な想像なんですけど、まあ、割と皆さん同じこと言ってるんですけど、しかもね、河野というなんかジャーナリストの野郎はうるさいと。ね、このままでは俺はっていう風に思ったので、週刊文春に書き込んで、すいません、文春さん大スクープがありますっていうことを叫び出したわけですね。はい。まあ、それで誰もですね、松井さんのことを非難できなくなったと。はい。なので、正義の人では全くないと思います。
ということでですね、河野さんのですね、全文公開、高市総理事務所が早苗トークン、誹謗中傷動画、死亡者と接触していた動かぬ証拠を公開するということで、この人すごいんですよね。何がすごいかっていうと、もうこういう長文のですね、もう早苗トークン疑惑はどうなってんだお前はっていうことを木下さん宛てに、まあ高市事務所宛てにですね、週刊文春の名前出し、週刊現代ごめんなさい、週刊現代の名前出して送りつけていたんですよ。だからまあ自分こそが文章よりも何かよりも先にね、追求してたんだっていう週刊現代さんのね、言い分は正しいと思います。ここまでやってると私も思わなかったので、はい。まあこれはね、全文公開されているので、興味ある人はぜひ読んでください。で、内容なんですけれども、かなり複雑で難しいので、すいません。生成 AI ではありません。いろんなとこからコピペしてですね、私こういうのを作りました。ちょっと見づらいかもしれないんですけど、ただの PDF ファイルです。事務所も知らされていないのっていうのは、事務所側もトークンがどんなものか高市さんは知らされていないっていうふうに言ってたんですよ。しかし、週刊現代記事が事実だとすると、早苗トークンという名称やノーボーダーの企画、グループライン、リポスト以来までは高市事務所を把握していたはずであると。そして暗号資産として認識していたかということに関しても、そういうミームコインとしての説明を受けていないということで高市さんは必死に説明してるんですけど、まあ木下さんは必死に説明してるんですけど、12月27日の会議では参加者へのインセンティブとして暗号資産を配布するアイデアについて説明があった旨を事務所側自身が週刊現代に対して認めていると。はい。で、承認の有無に関しても承認してない、そんな承認をしてないみたいなことを言ってるんですけれども、まあ少なくとも関係ないわけじゃないですよね。だって知ってたんでしょっていう。で、松井健さんとの関係に関しても、松井さんが勝手にやったことであり、活動の具体的内容とかアカウントは知らないと、まあ、木下さんは言い張ってるんですけれども、まあ、松井氏がグループラインに入り、ノーボーター側の会議にも関与していて、まあ、面識のない方ではないでしょう、これはっていう。だから、面識接点がない、知らない方っていうね、高市さんは強気の説明をしていたわけですけど、その後、まあ、要は名刺を渡してですね、名刺交換まではしておりませんという、私はそんな人知らないまで説明が交代したわけですよね。だからまあ、本当現代さんのね、文章、ファックス文章をですね、総合するともう高市さん積んでるんですよ。どう考えたって逃げ場ないでしょ、これはっていう。で、まあ、中傷動画に関しても、文春側の音声がね、出している、文春はですね、木下さんと松井さんが喋ってる音声、まあ、AI ではない神聖のものであるっていうことも、これも、確認されてるんですけれども、ほぼ確認済みだと言われてるんですけれども、木下氏が SNS 戦略や動画制作に関与しはい。ということでだからこれどう考えても積んでると思うんだけどなんでここまでの証拠を、まあ推理小説だったらまあ犯人が笑いながら自白し始めるレベルの証拠を揃えられて、なんで高市さんは態度なのかなっていうそこだけが唯一わからない点ですね。はい。ということで、中国と絡めてバリ雑言並べると一般人が同調するのが情けないですね。いや、本当にね、それは伊佐さんでもね、なんか他の人でもなくて、もう完全に日本の問題ですよね。スパイは政権内に入り込むことをご存知ないんでしょうか？すぐ備中とか言うけど、リテラシーが低いだけです。すごいまとめ資料を作ってくれてますということで、これで後で公開しようかな。ごめんなさい。ありがとうございます。全然ね、ツイッターのコピペなんですけど、だから語尾とかもめちゃくちゃなんですけど、申し訳ない。クオリティが低いんですが、はい。今週分行動クリア。ありがとうございます。長賀さんスパチャありがとうございます。ありがとうございます。枝豆家庭連合さん、こんからすです。この件での高市擁護コメントの内容は斎藤信者に書き込みと売り二つなのだということで、はい、眼蓄のあるコメントありがとうございます。私も全く同じことを思ってました。だからキングクリムゾンをサムネに使ったんです。長らくですね、私のカラスマラジオを聞いていただいている方は、キングクリムゾンが何を意味するかを分かっていらっしゃると思いますが、はい、ずっと斎藤元彦批判に使ってたんですよ。最近ちょっと斎藤に言及できてなくて申し訳ないんですけど、はい。まあ、ジョジョを読んだことある人なら意味がわかると思います。はい。ということでですね、ご存知の河野さんですが、いや、なんかこの人ほんとすごいね。まあ、保守派なんですよね。まあ、川野さんかごめんなさい。名前を間違えてしかも言ってたし。川野さんね、基本的に保守的な人なんですよ。だから自民党はこのままだとまずいぞって、
高市さんは罪を認めて辞めるべきじゃないのかっていうような、ダメコンすべきじゃないんですかっていうような視点から話していらっしゃる方なんですけど、名前間違えてた。失礼しました。松井健氏が高市事務所に入り込む過程で、藤井氏の紹介という信用が鍵になっていたことがわかる。実は私と週刊現代は高市事務所に藤井氏が松井健を紹介したのではという質問状も送っていたんですということで、はい、松井健を紹介したのは藤井聡さんでした。うわー、何の意外性もない一連の報道、国会での議論に関して木下剛氏と松井健氏の接点に対する当方の認識について高市さんは悪くないというような内容はずっとですね、藤井さんは主張してらっしゃるんですが、くだらないので取り上げません。はい。藤井さんの説明は以下です。ただこの説明自体は川野さんも言ってるように間違ってはいないと思います。藤井氏が私塾化参加者からの紹介で松井さんと出会い、松井さんは藤井ファンを自称していた。藤井氏は国民民主の玉木代表を含め松井氏と3人で食事をした。藤井氏が松井氏と木下秘書をつなげたということでですね。はい。仲良しグループがここに出来上がったわけですね。藤井聡、松井健、そして木下剛というもう全員まとめて退場してほしいわちなみに玉木代表に関しては3月上旬に川野さんが取材した時に、松井氏との面会を認めていました。はい。ですね、玉木トークンというのを最初松井さんは作る気だったんですよ。しかし玉木雄一郎さんではちょっと高市早苗トークンの方が今はトレンディーかなということで早苗トークンにくら替えしたわけですねいや、野党のね、誹謗中傷動画を使った人って誰なんでしょうね。非常に気になりますね、真相が。はい。ということで。いや、高市さんのね、なんか、龍鉢に対してすごく深く同情したのがね、バカみたいですよね、本当に。私のなんか同情心を返してほしいんですけど。あれ私、控えてましたからね。ログを聞いていただければわかると思いますけど。検察は私を捕まえられないと。いや、でもね、あなたが捕まらなくても、木下剛さんが逮捕されたら、あなた連座になるんですよ。知らなかったですかって国会の高市答弁含めてたら、時空が歪むような感覚が陥りました。藤井聡さんは昔は保守の人と思ってたんですが、もはや保守でも何でもないですね。はい。ただの陰謀論者だと思います。いつまでこんなくだらないことに私らは怒らなければいけないのか。いや、本当にね、もう藤井聡さんとか一連の人いなくなってほしいわ。もうみんな。ということで、悪魔のトライアングルは完成したわけですね。はい。そうですね。病気の方に対してのね、そうやって責め立てるようなことは、今後もしないと思います。当たり前ですけどね。はい。当たり前ですけどね。はい。病気の方のね、病状とかを暴露してはいけません。はい。当たり前ですね。詐病だとか言っちゃダメですよ。ということでですね、ジャーナリストの西村かりんさんもなんか次々と、ですね、スクープを投下してるんですが、松井健氏写真の左から2番目の人は、2022年に維新の会の議員たち、当時と会議したのが事実です。対面オンラインのハイブリッド会議でしたが、オンライン参加者は40人いましたということで。そんなことじゃろうなというふうに思っておりましたけども、4年前にですね、維新の会と会合にも松井健さんの姿はあったということで、当時は維新とですね、付き合おうとしていたということですね。松井健氏の経歴、2018年武田恒康さんの暗号資産の出資を募るが、2020年に上記の上場を中止、2022年に維新の会議に出席、2025年4月に玉木トークンを企画する、2025年9月に高市早苗事務所と接触し、2025年10月に安倍昭恵夫人と靖国参拝をする、ということでですね、松井氏の華麗なるこういう経歴が見えるわけですが、これもね、松井さんが疑惑の訴状に出た当時から出回ってた写真で、合成でも AI でも何でもなく、安倍昭恵さんと一緒に、撮った写真でございます。だから去年の10月の時点で自民党の内部にここまで食い込んでいたということですね。はい。そうですね。批判すべきところが違いますからね。高市さんのこの悪事は病状とは何の関係もございませんので、はい。安倍さんもそうですけどね。本当よりによって最大級の危機的状況に最低の内閣になってしまいましたね。はい。
藤井聡さんってまだテレビ出てるの？出なくていいよ。維新にスマホ農場のノウハウを伝統してたのか。いや、でも本当にあり得るから怖いですよね。2022年くらいっては、維新がだから特に躍進してた時期じゃないですか。本当に教えてそうで怖いんだよなーっていうところですけどね。松井健氏が共同通信の取材も受け始めたようですが、告発者の立場であるうちは自身のサナエトークンのプレセールスという、金融庁のね、法制違反の、金融取引法違反からごめんなさい、重大疑惑に触れられないで済むという狙いであろうということで、川野さんはこう断言してるわけです。要は自己保身のためにやってるだけだろうと。だから松井さんがこうやってね、昔からこういういろんな人たちと、近づいてですね、怪しげな金融商品を売りつけては、トラブルを起こしたりしてたことを知ってる川野さんにとっては、松井さんがね、そんなね、義教心のためにそんなことするわけがないという、自己方針のためにこいつはやってるだけだという、もちろんね、実際のところは松井さんの気持ちはわからないですけどね。はい。そういうことでしょう。松井さんは正義の告白者でも何でもありません。考えているのは自分の保身だけです。こんな輩と関わって頼りにした高市事務所の脇が甘すぎるのです。ということでですね、反社かなんかよくわかんない人が、仮想通貨、ですね、セールスマンの人が、高市事務所と、首相の事務所と接触していてしまっていたというのが今回の事案の本質かなと思います。どうしてうさんくさいところに昭恵さんはいつもいるでしょうか。本人が一番うさんくさいからじゃないですか。そういう人との付き合いが深いですよね、安倍昭恵さんは。間が悪いとしか言いようがない。いかにも怪しい感じがしますけど、なぜこの人を信用したんでしょうか。こんな悲しい信用あるかいなというですね。はい。悪いことばっかりしてると信用がマイナスになるんでね、こいつはね、また悪いことをしてるに違いないという、やっぱり予断を持って見られちゃうわけですよね。信用なくすってそういうことだと思うんですけど、はい。私が警戒しているのは松井氏が野党からも依頼してやったと発言したことでみんなやってたんじゃないのかという空気になり結果的に高市さんの責任が薄まることです。もちろん野党例えば国民民主党などがやってたら大変な問題なのでそれはそれで検証すべきことですし重大問題なんですが松井氏は保身からの告発なので自身の発言を高市総理との取材材料にしている、取引材料にしている可能性があります。現在金融庁の調査を受けていますが金融庁には捜査権がありません。警察が動くべき案件ですが総理事務所関与への忖度が働いているとの見方があります。そうした状況下では松井氏はいつでも立場も発言も変える可能性があります。最悪シナリオは松井氏と高市氏の間での暗黙の手打ちが成立し誰も責任を取らないまま政治系あるあるとして消費されて終わってしまうことです。松井氏の今後の出方次第では追及した中道の立憲の印象だけ悪くなって終わる可能性がある。もちろんあくまで全て推測ですが冷静に見る必要はありますということですね。このウルサラさんという方のね、憶測は、これもちろん憶測ですが、中道支持の方ですが、正しいと思います。下手するとこっちが全部悪者にされかねないんですよ。松井氏の動き次第ではですね。だから松井氏が、全力で高市さんを擁護しようと思ったら、今までの発言を全部ひっくり返すっていうことも、できなくはないので、さすがにね、文春絡みのことに関してはこれだけ証拠揃ってるから無理だと思うけど、はい、誰も信用しないので、ですね、手打ちにしようやみたいな話をね、しだす可能性もあるんで、だから本当は警察とか検察がちゃんと再三者として動いて、松井高市の、両方についてですね、捜査を進めるというのが、本来の流れだと思うんですけど、なんでそうならないんですかね、この国ではね。はい。だって、松井さんとか溝口さんですらね、一般人なのに捜査されてないですからね、おかしいですよね、本当に。どうなってんだよ、マジで、この国はよ、という。はい。ちなみに藤井聡はもともと関西での反一心急先鋒だったのだ。そういえばそうでしたよね。だって、令和新選組さんと会ってたぐらいだからね。なんでああなっちゃったんでしょうね。記載はまさにそれでしたよね。自民党が組織ぐるみで手を染めた裏金と立憲の議員さんのミスが同列に語られてしまったということで、そう。だから、安住さんとかもね、私、安住さんそんな好きじゃないけど、裏金議員だとかなんだとか言われたんですけれども、安住さんだから間違って不記載にしてただけですからね。裏金スキームでその金を税金から絞り取っていた人とはわけが違うんですよ。はい。だからそこを一緒にするのがね、詐術なわけですけれども、はい。
ですね、また現代ですけど、高市陣営の元スタッフが激白、スパイ疑惑もぶっ飛ぶほど怪しい面々が出入りしている事務所の裏側ということで、まあ、松井健さんみたいな人が出入りしている時点で、っていう感じなんですけれども、高市さんの周囲がとんでもないことになっているのではないかという話がまた出ています。早苗トークンなら暗号資産への陣営も関与されている。そもそもなぜ彼女の選挙戦にはトラブルを呼び込む面々が集うのか。陣営にスパイが入っていますね。〇〇さん大丈夫ですか？彼スパイじゃないですよね。僕を嗅ぎ回っている奴がいるというんですが、誰かが私を嗅ぎ回っているんですかと。まあこれ誰かがリークした LINE のスクショらしいんですけれども、ガバナンスが効かない陣営の体質は2021年の総裁選からずっと続いていると。まあ陣営にね、いちいちスパイが入っている、あいつはスパイだとね、私に反抗するからスパイに違いないという、まあなんかどっかで聞いたようなセリフをずっと言い合っているとか、まあとにかくですね、高市さんって、まあ党内ではやっぱりあんまり今まで力がなくて、まあ今回が今ものすごい、支持率で首相になっていますから、まあ我々すっかり忘れそうになるんですけど、やっぱり党内基盤のない人なわけですよ。まあ、安倍晋三さんとも実は生前あんまり良くなかったという、まあ、話もあるぐらいで、まあね、やっぱり女性であるっていうことで差別を受けてきたっていうのもあるんでしょうけれども、あんまり高市さんの熱心な支持者とか、その腹心の部下みたいな人っていないんですよね。だからそれこそ木下剛さんとかごく一部の人たちしかいない。なので、まあ、高市さんのね、パートナーさんの山本さんとかがいろいろ、まあ、手を回してですね、怪しげな人材が高市さんの周辺にはですね、常に絶えなかったというような内容が書いてます。まあ、どこまで本当なのかはわかりません。野心家の企業人が陣営内に入り込んでいた当時の総裁選構図は、早苗トークンの問題や陣営による他候補の中傷動画の大量投稿疑惑といった火種を炎症させた実業家の溝口裕二氏や松井健氏らが入り込んでいった流れを彷彿とさせている。公職選挙法違反さえ疑われる中傷動画の大量動画に関わっているとすれば連座責任は免れませんが、高市さん自身は何も知らなかったというのはその通りだと思います。選挙戦に関わってみて私も分かりましたが、あの人は基本的に何も考えていませんし、何のこだわりもない人だと思います。まあこれもなんかミソジニーというか、まあその高市さんが軽いみこしだからっていうねまあ半ばね半分中傷も含まれてるかもしれないんですけど、まあ周囲からそういう風に思われて、まあこの人は利用しやすいからっていうことで、まあいろんな怪しいですねおっさんたちが彼女の周りには集っていたというのは事実だということみたいですね。はい。いやほんとひどい言われようですよね。ちょっと女性として差別をされてきたというところはね、やっぱハンディだったと思うので、それはね、高市さんが悪いわけじゃありません。それはね、言わないと公平じゃないと思うんで言っときますけれども、まあそもそもね、なんで悪いことしてまで首相になろうとしたんですかという話ですし、まあそういう人だから結局そういう人たちが周りに寄ってくるわけですよね。はい。だから検察のトップが結局自民党に忖度するような人だから、高市さんは自分がねなんかそうやって批判とかの的になっても辞めるつもりはないし、その辞めることはない、私は辞めさせられることはないっていう風に高くくってんじゃないかなという風に気がしますよね。はい。いや本当ね自民党の堕落ですよねこれは。でもだから高市さんみたいな人を担いでねポピュリスト的な人気者に仕立て上げて、まあ選挙を勝つって、しかも不正行為で勝つっていうのがね、まあ自民党そのもののやっぱ腐敗だとか捉えた方が分かりやすいと思いますし、それが事実だと思います。何のこだわりもない高市に自由人権奪われたくないんですけどっていう、いや本当そうなんだよな。だからね高市さん本人は別にね根っからのファシストかっていうとそうでもないんですよおそらく。だから周りの人たちがそうだからそうなってるだけなんですよねおそらく。はい。まあそういうところではね、安倍晋三さんと似てるかもしれないですけど、ただ本人の意思がどうであれね、やっぱりそういうことを優々ダグダグとして進めてしまう人なのは間違いないので、まあやめてもらうしかないよなと思います。3年前の放送法文書の時と展開と全く同じです。最初がレクを受けたことがないと断言していましたが、反論されると何月何日の何時にどのようなレクがあったかということについては、これは確認が取りようがございませんなんて言い出す。常に後先考えずに物を言ってるんです。学習能力がこの人はないんですと。まあこれはね半ばちょっと言い過ぎな面はありますが、別にね学習できないことは悪いことではないので、まあただ首相としてはね
っていうところだと思います。ちなみに3年前の質疑については、面言などでも紹介してますけど、小西博之さんという人に徹底的に自分の疑惑を追及されて、ですね、そういう文書はないとか、捏造だとかなんだとかずっと言ったんですけれども、既視感がありますよね。はい。結局ですね、うやむやにして逃げおおせてしまったということで、やっぱりその成功体験っていうのがあるんじゃないかなと思います。本当自民党の嫌なところが詰め込まれてますよね。不正移動職っていうですね。そしてニュースポスト7はもっと端的に書いてるわけなんですが、ラフサ危機や中小動画化疑惑をガンとして認めない高市首相のスタンス、一度でも非を認めて弱火を逸したら政治生命が絶たれると考えているとベテラン議員指摘と。謝ったらしりべはさすがに霊障的すぎる表現じゃないかと思いますけれども、確かに高市さんってだから、この3年前の放送法疑惑の時もそうだったんですけど、謝らない、非を認めない、とにかく攻撃するという、トランプみたいなやり口でですね、その時危機を乗り切っちゃった人なわけですよ。だから自分の非を認めると、カルビーポテトチップスの件に至ってもそうだと思うんですけど、自分の非を少しでも認めると、そこを突かれてですね、負けてしまうと、政治的にですね、首を取られてしまうという恐怖から、おそらく一切の非を認められないという精神状態に陥ってんじゃないかっていう風な、推測ですけどね。はい。だけど、そういう人が日本国首相なのは本当困りますよね。だからナフサを不足してんのはただの事実なんだから、それを認めてちゃんと建設業界の人とか助けてくださいよっていう、ただそれだけのことなのに、それをしてくれないもんだから、みんな非難してるわけですよね。だから別に謝らなくてもしれっと方向転換すればいい話だし、今回だってね、発言が2点3点してるんですから、そういう意味での一貫性とかにあんまりこだわりはない人じゃないかと思うんですけどね。なんかその辺は私もよくわかりません。彼女の何がそうさせるんでしょうね。詰められて武器になっちゃう人はね、私も割とそうだけど、首相に向いてないよ。政治的リーダーに向いてません。アムズ魂さんはね、この人全身な自民党支持者で、林芳正さんに投票した人ですからね。はい。で自民党は抜けてほしいと私は思っておりますが、そういう方なので、その地位や名前を利用したい輩が近づいてくるのではなく、自分からうさんくさいオガルトに寄っていくのが安倍昭恵さんなのだ。安倍昭恵さんは自分でわざと寄ってるでしょうね。はい。そしてガバナンスが崩壊しているといえば、なんか別の話も出てきて、茂木さんではなく茂木さんという人らしいんですけど、木原稔官房長官の首席秘書官を、務める茂木さんが、大阪・関西万博の首席国際博覧会統括調査官を務めていた際、公費で不正な出張を繰り返して、いた疑いがあることが文藝春秋の取材で分かりました。文藝春秋だけでどれだけね、国会のスキャンダルを暴いてんだよっていう感じなんですが、コーヒー出張のホテルに不倫している女性を呼び寄せたりしていたそうです。高市さんの疑惑に比べればくだらない話に見えますけど、こういう細かいところからやっぱりガバナンスが崩壊してますし、なんか悪いことやってもどうせ捕まらないし問題にされないし、しれっと逃げられるから、悪いことしてもいいやっていう人たちが集まってんじゃないのって思いますよね。本当に。って思うんですけどね。なのでこういった内閣がの寿命はですね、そう長くないのではないかなと思うんですが、実際の問題としては、この腐敗した政権のせいでですね、我々が実際に被害を被っているという事実ですよね。はい。ということで、SNS の再生回数やいいねをミスマスするスマホ農場の、動画がちょっと話題になってたので、ちょっと半分ぐらい見ていただきたいと思います。で運営していますよ。茨城県つくば市周辺に施設を作り、スマートフォン1000台と基板41万枚を使って YouTube や X などの再生回数やいいねのクリックを自動で繰り返させているといいます。 X のアカウント教えてくれたら表示回数増やしますよ。あたかも世界中の人が評価しているようにアクセスポイントを変えながら増やしているんです。彼らがあくまでも一般のユーザー向けに公開しているというサイトには、いいねや再生回数などの単価が表示されています。再生回数1回につき32円とありますが、儲けはあるんですか？
年間の注文件数は数千万から数億単位にも。なのでそれなりに。政治的な依頼も来るんですか？もちろん来てますよ。2月の衆院選でもとある政治関係者から候補者の SNS を高評価にしてほしいという依頼があったけど、スマホ農場の運営者がさすがに問題だと思ってキャンセルしたみたい。はい。ということで、まあ、こういう報道もあったんですけども、18歳なんですよ。まあ、この筑波農場のね、運営者の方っていうのは。だから、18歳の人に、まあ、その人の本人じゃない、話じゃないみたいだけど、こういうですね、いいねとかクリックを工作してほしいんだけど、みたいなことを相談を持ちかけてですね、これはさすがにまずいだろって注意されて断られてるんですよ。終わってないですか、その政治家。誰なんですかね。ほんと名前出してほしいですね。はい。私は買ってません。はい。皆さんからもらったお金こんなことに使うわけねえだろっていう感じなんだけど、まあだからね、未だにそれなりの再生数だったりするわけですが、信じられないですよね、本当にね。だからですね、だから政治家の人だったらしかも公費でやってるわけでしょ、こういうことを。もう腐敗としか言いようがないですし、まあこういうことによって民意をですね、自由に操作できるっていうのは、もうね、本当権威主義国家だと思いますし、民主主義がね、まともに機能してない証拠だと思います。はい。そう、倫理ガバナンスがガバガバだしね。だからこういう、だから、半グレみたいな18歳に注意されてどうすんだよって感じですよね。本当に。こんなスキャンダルと問題だらけど維新と連立組んじゃうから、まあ維新になんかいろいろな意味で引っ張られてる感じですよね。18歳の謀略に乗っかる政治家ってこんだけ、そうですね、報道1930さんの引用ですね。ごめんなさい。出典を本当示すべきでしたが、こっちに書いてあるかな。すいませんでした。ですね。日本経済新聞の衆院選ネット分析2月20日、日経がですね、これ結構勇気ある内容だったと思うんですけど、この当時出された記事には自民党の行為思想を持ち上げたのは1800本近い動画で言及された高市首相である。最も多い610万回再生された TikTok の匿名動画は朝が苦手だけど頑張った早苗ちゃんという説明文で、首相がテレビ局内を移動しながら番組スタッフらと親しげに正す内容であったとある。そして下記グラフにある赤色の否定的ショート動画の再生数が多い候補者の多くが落選している。週刊文春によるとショート動画はすでに削除されているとのことなので貴重な分析であるということで、まあなんか全ての答えがこれに載っているような気がしてるんですけれどもまあ大石明子さん、野田義彦さん、斉藤哲夫さん、安住淳さん、石破茂さん、などですね、米山石破さんはちょっと違うけども、米山隆一さん、岩谷さん、岸田文雄さん、岡田克也さんなどなど、まあ、ネガキャンをされている人たち、ネガキャンをされた人たちが一目瞭然というですね。はい。そして、まあ、ポジティブキャンペーンが行われたのが、小野田公美さんとか、北村春夫さんとか、森下千里さんとか、高市早苗さんなわけですね。はい。という感じですね。はい。というですね。ここで一つ聞きたいです。皆さん、同じことを共産党がやっていたらどう思いますか？重くそ叩かれて代表は政治家として引退。回答しろという話も現実になるでしょうね。そういうことです。自民党の所業に麻痺してますけど、こんなの普通の政治家には許されない悪事です。日本に存在しちゃいけないレベルのゴミです。ということで。この人なんかイラストレーターの方でね、特に激しい政治的発言をするタイプの方ではなかったんですけど、まあこれが当然の見解だと思いますよ。だって辺野古のことでね、それはね、一定の責任は共産党さんあると思いますよ。先日の動画でも言いましたけど、それはそうですけれども、今回のケースと同じようなことを、例えば共産党の田村智子さんが高市早苗さんに仕掛けてやってたとしたらどうなると思います？仮に共産党さんがそれでうまくいかなくて、お金とか足りないとかでうまくいかなくって、勝てなかったとしてもですよ、間違いなく田村智さん辞任しなきゃいけなくなるし、まあ、政界引退だと思いますし、当然共産党自身も、まあ、回答するっていうようなね、話にまでおそらく批判が広がってったと思うし、沢も誰も擁護しなかったと思うんですよね。当たり前の話じゃないですかね。はい。
衆院選をやり直すべきです。それまで正当性が疑わしい今の衆院議員が存在する限り、立法府は憲法や国の根幹に関わる大きな立法に手をつける資格はないはずです。行政府ともども中東情勢対応と経済問題対応、当面の国民生活維持に特化して仕事しろと。はい。ということで、高市政権の中傷動画疑惑でございました。はい。高市さんの周辺はあまりに腐敗しすぎているというか、まあ自民党が腐敗しすぎてるんですよね。おかしいでしょ、こんな与党。まあ60代その年齢とかの問題じゃなくて、やっぱりちゃん付けしたりするのはやっぱりミソジニスティックですよね。すいません、わざと読んじゃいましたけど、はい。まあそういった動画がね、大量にバイラルされていたというね、どこから金が出ていたのか知らないけれども、まあもちろんね、実際自発的に作った動画もあると思いますよ。実際に確かに支持率6割とか7割とかあるわけだから、それはそうだと思いますけれども、それはそうだと思うし、共産党支持者よりも自民党支持者の方が絶対数が多いんだから、ね、全てのバイラルが工作だとは言い切れません。そこまで言ったら陰謀説だと思いますけど、でもこれ不正選挙ですよね。不正選挙でしょ。不正選挙だし、なんでしょうね。実際どのような結果をもたらしたかに関わらず、絶対にやってはいけないことなんですよ。中傷動画をばらまくっていうのはですね。だから共産党がやったら回答まで追い込まれるだろって、共産党がやったら回答まで追い込まれることをなぜ自民党だったら許されるのかということを皆さんは考えなきゃいけないんじゃないですかね。はい。NFT104 さん、ここからです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。共産党は不当に叩かれすぎ、記者に応答する山添拓さんをおかしいと言われてショート動画とかありえないですね。はい。だから共産党さん何やっても叩かれるじゃないですか。でも自民党は何やってもね、叩かれないんですよ。本当おかしいですよね。まあ、権威主義そのものだと思います。自民党がずっと与党であったから、まあ、こうなってしまったんですけれども、まあ、イスラエルと同じですよね。だから何をやっても許される、どんな犯罪をしても許されるっていう状態にするとひたすら腐っていくだけだと思います。権力ってそういうもんなので。パピネスさん、こんからすです。来ていただいてありがとうございます。ということで、ちょっとお水を飲ませてください。はい、失礼しました。まあそうなんですよね。自分たちがなんか勝ち組の気分になりたいとか、勝ち馬に乗りたいとか、まあそういった欲望を満たしてくれるから、まあ自民党を応援したりするんでしょうけどね。やっぱりその申請が間違ってますよね。政治って勝ち負けの問題じゃないんで、はい。ドラさん、ここからです。次の参院議員選挙次第では、解散がない限り、現憲法下の衆議院選挙は前回の選挙で最後かもしれないと思うと、いや、ほんと恐怖ですよね。絶対にそれを避けなきゃいけないですよ。はい。やはり目上は絶対のね、日本式文化をね、まあ悪用してますよね、自民党はね。ゆうこさん、ここからです。韓国で暴動起きると思う。それは間違いない。はい。100% 暴動が起きます。ということでお水ありがとうございます。東京プライドに来ていた山添さんを中傷するポストもありました。東京プライドに見向きもしない政治家をこそ恥を知ってほしいですね。これだけ自民党に不正をやられていて、別にそれを批判できないシステムがあるわけでもないのに批判しないのだから、これは国民の腐敗でもあると思います。まあそうですね。やっぱり権威主義的パーソナリティというやつでしょうかね。まあ、権威主義的パーソナリティって、まあ、どういうことかというと、まあ、文字通り、権威主義を信仰するパーソナリティの人たちのことなんですけれども、まあ、そういった人たちが、まあ、増えたことがですね、すいません。今ちょっと検索しますけど、まあ過去にとんでもない事態を起こしたっていうことをいろんな人たちがね、研究して、まあ実際証明されてるわけですよね。だから歴史を学べば、そんなの当たり前の話なのに、なんかね、皆さんそんなことが知らないみたいな、権威主義的パーソナリティなんてそんなもの存在しないんだみたいなことを言い張ってるから、
話がおかしくなるんだと思います。ドイツのエーリヒ・フロムという人に掲示された概念であり、一つの集団の構成員の大部分が持っているパーソナリティ構造の中核であり、その集団に共通な基本的経験と生活様式の結果として形成されたものであると。硬直化した思考により強者や権威を無批判に受け入れ、少数派を憎む社会的性格のことであるということで、1930年代のドイツにこういう人が多かったよという研究があるわけですね。はい。ということで、ですね。そうなの？オリアンヘイトだったの？ごめんなさい。知らなかった。申し訳ないです。いや、それは、あれですね。ちょっと申し訳ないです。すいませんでした。それはなんか、申し訳ない。本当にすいませんでした。コリアンヘイトの文脈がちょっとある言葉だということで大変申し訳ございませんでした。ちょっとそういったものをね、やっぱり、あえて使ってます。そうなんですね。すいません。ですね、私も知らなかったので申し訳ないです。ちょっとネットミームはね、本当安易に使うとこういうことになってしまうので、皆様申し訳ございませんでした。はい。今後使いません。はい。そういうことなんだ。いや、全然知らなかった。そっか、ホルモン料理とかから来てんのか。それか。なるほどな。気づかなかったな。すいませんでした。山添拓さんって批判される要素はどこ？撮り鉄ぐらいじゃないですかね。はい。日本の権威主義と一般的な権威主義の違いがこちらで、日本の権威主義と目上に従うことが正しいから国民が常識として扱うというですね。日本のね、やっぱり儒教とかとね、関連ずっと説明してくださってますけれども、それはもちろんあると思いますね。ただね、ドイツでもね、権威主義的パーソナリティと言われているのは事実ですね。はい。批判する文脈っていうか、やっぱり使ってはいけない言葉なので、はい。なるほど。喧嘩の文脈の用語なんだ。そっか。申し訳ないです。本当に。すいませんでした。はい。撮り鉄というかそうですね、線路に踏み入ったことでなんか公安警察に狙われたんですが逆に言うとそれぐらいしかね、言うことがなかったということなんですけど、すいませんでした。はい。ということで、ちょっと気を取り直してやっていこうと思います。今後もですね、言葉遣いなどですね、不意に、人を差別したり傷つけたりしないよう、気をつけてまいりたいと思います。はい。ということでですね、次は、進む日本の全体主義化について、お話ししていきたいと思います。自民、維新、国民民主、参政党の4党が投票環境の整備を盛り込んだ国民投票法の改正案を提出ということで、憲法改正の手続きを進めた、国民投票法をめぐり、自民党、日本維新の会の与党と国民民主党、参政党の4党は先ほど投票環境の整備などを盛り込んだ改正案を国会に共同提出しました。しないでください。いやー、ひどいな。国民民主党ここにも入ってくるんだっていうね。先ほどからずっと批判してますけど、ひどい政党にもうなり果ててますね。はい。この内容、具体的には、悪天候などで離島や投票箱から本来の開票所で運べない場合に、現地で開票所を設置できるようにすることや、投票所で不正行為をチェックする立会人のなり手不足を解消するため、居住地などの要件を交わする。これ、それこそスパイが入るんじゃないですかみたいなことも一部の人言ってるんですけど、ラジオ放送や AM や FM に転換していることに伴い FM でも憲法改正案を公判できるようにするっていうようなことが言われてるんですけど、なんでこれ左派の人たちがみんな批判してるかっていう話なんですけど、これですね、平成30年の、北海道弁護士連合会のですね2018年の声明なんですけれども、そもそもね今の日本国民投票法案が問題だらけなんですよ。まず最低投票率の定めがありません。だから投票率 40% とか 30% でも極端な話を言えば憲法改正ができちゃうということです。第2に国会発議から投票日までの期間が最短60日しかありません。テレビラジオとはじめとする有料広告の規制がありません。不十分です。条文ごとに投票できる個別投票が原則とされていません。公務員教員の国民投票運動に関する規制が曖昧です。組織的多人数買収などの構成要件が不明確です。
まあ6番なんてね、本当今の、SNS 問題などと絡めると大変なこれ事態になりかねないという風な危機感を持つわけですけれども、まあそんなことをですね、もうなんかなかったかのようにですね、勝手に改正案を出して、まあこれで憲法改正できるぞ、イエーイみたいなことを言ってるのがこの4党だということですね。いやー、すごいですね。ファッションだと思います。なんで改正しようとすんのっていうですね。まあもちろん議席数があるから無理やり改正できるという話なんでしょうけれども、まあ維新の悲願でもあったので、まあ結局ですね、これが、そのままですね、国民投票で、半分の差ぐらいの賛成がなくても、国憲法を変えられるかもしれないというところですね。はい。ですね、国民投票法の問題は、103条、ありがとうございます。ちょっと確認してみます。ですね、謝らないでください。私が知らなかったのが悪いので。そうですね、差別的な文脈や差別そのものの文脈のやつが多いですよね。斉藤支持者とやり取りしてたら、これがなかったとしても結果は変わりさえしないから、2馬力やデマ拡散なども問題ないらしいね。すごいな。まあ斉藤さんの支持者の人たちはね、そのうちまあ高市さんに関してもそのようなことを言い出すんじゃないかなという気がしますね。はい。いやーどういうことなんでしょうね。はい。そうか、これがそうですね、国民投票法の、広報協議会に関する規定ですね。はい。だから広報に関してのですね、規制がろくにないっていうようなことが言われてるわけですよ。はい。まあ、今の弁護士会のね、声明にもあったことですけれども、広報協議会、憲法改正の発議があったときには、当該発議にかかる憲法改正案に国民に対する広報に関する事務を行うため、この議員の中から選任した同数の委員で組織する広報協議会が設けられるわけですが、まあ、これもね、非常に与党に有利だし、なんかね、広報とかに関してもですね、全然、規制がないので、バンバン規制が、なしでですね、広報ができてしまうんじゃねえかっていうような懸念があるわけですね。はい、補足ありがとうございます。はい。ですね。ということでですね。で、この国民投票法案なんですけれども、11日に審議入りして、衆院憲法審18日採決もということで、与野党は9日の、衆院憲法審査会の幹事懇談会で、憲法改正の手続きに代わる国民投票改正や法案を11日の審査会で審議入りする日程を決めました。同日に趣旨説明と各党の質疑を実施する、18日の採決を念頭に調整を進めるということで、なんか18日に採決するって言ってるんですよ。いや、ちょっと勘弁してよという話なんですけど、はい。ですね。ごめんなさい。権威主義に関する議論はちょっと別の場所でやりましょう。すいません。今回ちょっとメインじゃないのですいませんでした。ちょっと私もですね、ちょっと不用意にそのままと当てはめてしまったかもしれません。はい。すいませんでした。ですね、ただね、国民投票法案に関してはもうなんか、もう権威主義とか以前にこれファシズムだよね。まあ日本式ファシズムなのかもしんないけど、だからですね、この異常ようなスピード感ですよね。だから9日に考えたものを11日に検討して18日に採決するって言ってるんですよ。これだけだから国家の根幹に関わる重要法案であるにもかかわらず、そんな7日間とかですね7日間とかですね考えてしまうっていうのはですね、ちょっとおかしいんじゃないかと思いますよ。っていうか審議する気ないでしょ、この人たちは。はい。ということでですね、まあしかも同時に進んでいるのが、緊急時国会議員任意延長の憲法改正案が、賛成 36% ということで、これまた NHK が世論調査しているんですけれどもだから NHK はちゃんと質問設定をしないと、それは賛成 36% みたいな、ことが出るんじゃないでしょうか。NHK の世論調査で大規模災害などで選挙の実施が難しい緊急事態の時
時に国会議員の任期を延長できるよう憲法を改正することへの賛否を尋ねたところ、賛成が 36%、反対が 15% だった一方、どちらとも言えないが 42% でした。NHK は7日までの3日間全国の18歳以上のコンピューターをダラダラということで、いやまあ聞き方は別にいいし、別に投票不正を行ってるわけじゃないんだろうけど、緊急事態条項を設けるかとか、自然災害などで国政選挙の実施が難しい場合にどうするべきかみたいなことを言ったら、それは賛成の方が反対を上回るでしょう。だからなかなかこういうのってね、質問されてもわからないと答えるのって難しいと思うので、ついついまあどっちとも言えないとか、賛成っていう風に答えちゃうじゃないですか。なんでこういう世論形成をするんですかね。はい。で、実際緊急事態条項で、その国会議員の任期延長ができるっていうことをちゃんと説明してるのかと思いますね。はい。解釈によっては学者による補助文案解説なりかねません。改正条文案の意味がわからないまま完成の賛否に投票することになります。なるほど。そうですね。先ほどのこれか。公務員教職員の国民投票運動に対する規制が、非常に曖昧なんですね。だから、それこそ大学教授みたいな人が、国民投票運動に対して、こうみたいなことを論評した場合、それがですね、違法行為になるっていう可能性もあるわけですよ。だから、この辺の議論も詰めなきゃダメだっていう風にずっと言われてるわけですけど、ありがとうございます。なのに、詰めないでこれ、そのまんま言ってるっていうわけですね。文春に抗議する時間はないのに、こういう法案を協議する時間はあるのってどういうことなんでしょうかっていう。いや、そもそもだから先ほどの書き込みにもありましたけれども、衆議院議員選挙をやり直さなきゃダメですよ。正当性が疑わしい衆議院が今、選挙国会を運営しているんですから、国民投票法案なんてやってる場合じゃないでしょう。はい。申し訳ないんですけれども、ちょっとすいません。議題と関係ないコメントだったので、はい、すいませんでした。はい。ということでですね。で、次から次へと、なんかこういうものをツイートしているんですけれども、皇位継承男系男子へ踏み込んだ森議長、野党重大な裏切りということで、皇族数の確保策に対する立法府の総意案を発表した、森衆議院議長、旧宮家の男系男子を養子に迎える案について、養子は皇位継承権資格を持たないが、男子が生まれた場合は資格を持つことになると唐突に表明したということで、私は何回も言ってるんですけど、天皇制廃止論者なんで、なんて言うんでしょうね。いや、正直、このまま男系男子みたいなのにこだわってですね、天皇制が、廃止されるんだったら、悪くないんじゃないかなというふうなところではあるんですけど、ただそれに関しての、犠牲というかですね、いかに、この辺の人たちがひどい目に遭うかっていうことを考えると、やっぱりもろ手を挙げて賛成はできないですよね。はい。リベラル派の人たちはこんなのとんでもないから、愛子さんを天皇にしろというふうに言っているわけですけれども、ですね、ただ中道として領とするみたいなことを言っちゃっているので、中道改革連合と公明党は賛成に回っているそうでございます。はい。なので与野党7党がおおむね賛同という、NHK らしいですね、こういう見出しで報道されてしまいまして、取りまとめ案に7党がおおむね賛同したことを受けて、10日正式に取りまとめ政府に提出するという、話になっちまってるんですけど、いや、これとんでもない話じゃないですか。なんか、リベラル派の、私みたいな廃止論者でない左翼の人たちだけが、男系男子を養子に迎え入れるみたいなね、女性皇族は絶対、女性天皇は絶対いかんみたいなのは性差別的だからやめろみたいなことを言ってる人がそれしかいなくて、日本維新の会、自民党、国民民主党、中道改革連合、参政党、公明党、チームリレーの与野党7党がおおむね賛同するという感じで、だからね、この男系男子を養子に迎えるみたいな、話を進めちゃってるわけですけれども、もう完全にこれ天皇家の人たちの人権とか意思とか無視してますよね。いいんですかね、こんなことやってしまって。もう私はなんか、この人たちのこの異様ななんか男系に対するこだわりがよくわからないんですけどね。なんで共産党の方が保守的なポジションに落ち着くねんっていう
天皇制廃止を訴える国会の党がいないのがなんとおかしいことかっていうね。いや、本当おかしいですよね。もし現天皇陛下が反対したいと言い出したら、賛成すると思います。まあ私もそれは賛成しますね。天皇制の肝である男系男子による継承が行き詰まっているのだから、いっそスパッと廃止すべきだと思いますけどねって。いや、私もそう思うんですけどね。はい。天皇制解体しかないでしょ。もうここまでいったら。はい。だからね、だからですね、こういうのってもう露骨な性差別じゃないですか。だから構造的に先ほどの権威がどうとかっていうレベルの問題じゃないわけですよね。だから男子でなければいけないっていうこの人たちの異様なこだわり自体が問題なのであって、それはね、もちろん天皇制廃止論者だから私はその男系男子になって皇室が途絶えた方がいいのではと思っちゃうところもあるんですけれども、それによって苦しむ人たちがいるんだったらですね、やめた方がいいよね、こういうのは。はい。愛子天皇1年やって廃止が一番いいんじゃないですかっていう、本当差別の象徴になってますよね。だから結局女性天皇があり得るかもしれないみたいなことを言い始めた途端にこうなったわけじゃないですか。まあそうですね。天皇がそれを直接言うのは政治への介入にはなるのかもしれないですけどね。男系男子に皇室時旧宮家を復帰させるぐらいなら廃止すべきだと思います。天皇家が存続する限り家父長制が存続し、誰も自由にならないし、家に縛られ続けるわけですね。極右の人も現天皇がもし辞めたいと言ったとき、麻生の家系が祭り上げられる気がするということで、だから私はなぜこんな風にですね、異様な性差別へのこだわりぐらいしか、なんでこの人たちがね、男系男子なるものにこだわるのかよくわからんわけですけど、このリベラル派の割と天皇擁護の、愛子さん擁護の人が、キーポンさんという方のコメントをちょっと読んだんですけど、これがね、割と格をついてると思うので、ちょっと読みたいんですが、私とは意見が違います。愛子支持の人なので、今回の旧宮家養子案は制度を守っているように見せかけながら、実際には天皇の直系である愛子様を排除し、国民から見てほとんど馴染みのない旧宮家男子、その皇位継承の道を開く話になっている。安定的な皇位継承と言いながら、国民の多くが象徴として受け入れにくい人物を外から入れるなら、むしろ皇室の安定性を壊している。天皇は国民の象徴であるはずではないのか。こんな理不尽な案が通る本質は血統ではなく思想である。今の皇室は昭仁上皇、根性天皇、そして愛子様へと続く戦後平和主義の象徴としての流れの中にあるのである。国民への寄り添いが戦争への記憶があるのである。その流れは国家を国民より上位に置き、改憲と有事体制で進めたい勢力にとっては扱いにくく、男系男子という建前で女性皇族から続く継承を禁じ、国家主義的な思想権に近い、例えばですけど武田恒康みたいな人物を皇室に入れる道を作るのであると。確かにその通りだなと思いました。それが目的かと。確かに麻生がね、なんか変な動きをしているのは私も知っていましたし、言及したこともありますけれども、そういう話なのかというですね。だから愛子さんみたいな人だったら、だから平和主義的だったり、女性天皇としてね、平和主義的な、象徴的存在になってしまう、リベラルな天皇のイメージがついてしまうのは、彼らにとって面白くないのであると。だから、自分たちの思想的に近い国家主義的な人間を外部から、旧宮家からね入れることによって自分たちに都合の良い天皇をですね、明治天皇みたいなもんですよね、担ぎ上げられるようにしようというですね狙いがあるんじゃないかと。もちろんこれただの推測の段階に過ぎないですけれども確かにね、そう見えるよなという気はしますし、単に性差別にこだわってるだけじゃないのかなという気はします。そもそも生前退位を認めなかった法律を作らなかったのが悪いので、自業自得とはいえわざわざ法律を作らせたのにねと。愛するならそれは天皇の意向に沿ってではなく、民間の手によってでなければ意味がないと思います。それはそうですね。はい。廃止論が盛り上がるのはやっぱり民意によるべきではあると思います。はい。受け入れにくいも何も天皇制自体が差別の象徴であるのだから断固粉砕すべきですということで、もちろんこのキーボンさんという方は天皇支持の方なので、私とは意見は違いますが、なるほどなぁとでも思いました。
愛子さん支持の人から見るとそう見えるのかなと。合唱性を維持したいあまり男らしさのかけらもない意地汚い保身に走りまくっているという。愛子天皇やりつつ、九尾やけよしやればいいんじゃないのかと。なんか私はそれでも問題ないような気がするんですけどね。なんか何にこだわってるんですかね。やっぱり性差別にこだわりがあるんだろうか。大学はなぜ嫌われる動画と関係あるのだが、維新はネオリベなのになぜあんな反動趣味なのだろうか。というか反左翼って基本的に極右とか結構極端な反動保守のね、類ですから、なんでしょうね。維新ってもともとはネオリベラル寄りの人たちだったと思うけども、今もそういう人たちって中にはいると思うんですけど、もはやなんかね、反動が行き過ぎて、極右化してんじゃないかという気はしますよね。吉村なんかはね、もともと歴史修正主義者で、慰安婦とかも否定してまする人ですからね。天皇制を早く廃止しないと日本の病理が解けなくなってしまうかもしれないというですね。いや、ほんとなんか暗い未来しかないですよね。ちなみにこの方ですね、また、別の話なんですけど、自民党の漫画リーフレットは9条1項2項はそのままで平和主義は変えない自衛隊を明記するだけの会見ですみたいな、安心感をですね、最近前面に出すようになってるんですけれども、自衛隊を明記するっていうことは、自衛民党案の言う必要な自衛の措置が専守防衛が個別的自衛権に限定されていないため、集団的自衛権の一部行使がすでに認められているわけですよね。その状態で憲法に必要な自衛の措置っていう風に書き込めば、日本がイスラエルみたいな国になるでしょって、事実上9条を廃止して平和主義を離脱することになるし、自衛をですね名目に戦争に参加できるようになっちゃうでしょって、だから当然ダメなんですよというですね、この説明も正しいとは思います。だからどっちにしろ戦前回帰ですよね動きとしては。はい。天皇制は身分制度だし、他人の生殖についてごちゃごちゃ言うとか気持ち悪すぎるっていうね。いや、本当なんですよね。ネオリベと極右が合体してるのがそうですね、世界的な流れとしてはあると思いますね。はい。ということでですね、ネオリベと極右の合体といえばということで、はい。沖縄の話に入るんですけど、沖縄の平和の兆し、辺野古転覆で中立違反認定ということで、沖縄県名護市辺野古沖の船転覆事故、後、沖縄の平和教育現場に萎縮の兆しが現れている。沖縄県教育委員会などは5日記者会見し、県立の1校で米軍基地の見学を中止する事例があったと報告。文部科学省が同志社国際校の学習内容を政治的に中立に反するとこの前認定した後、県内外で出前授業を行う企業には複数の学校が米軍基地を使わないよう要望したことが分かったと。でですね、すでに萎縮の動きが出てると。とある県立学校では平和教育で米軍嘉手納基地を見学するため展望台がある道の駅嘉手納を訪れる予定であった。だが転覆事故の後、管理職に論争が起きるなどと言われ、取りやめになったとの情報提供があったことを明らかにした。萎縮じゃないですか。だからすでに教育ですよ。だから萎縮は起きないとか起こす必要ないとか、なんかね、辺野古のことで叩かれるのは当たり前だとか、そんなことを強気で言ってた人たちはね、何を言うとんねんという感じなんですけど、はい。これもだから本当ね、先軍主義というかですね、ファシズム化の動きの一つですよね。だから自由な教育とか平和教育を認めないっていうところと、こういう戦前回帰みたいな動きっていうのは全部つながってる話じゃないかと個人的には思います。はい。ですね、声を上げてくれた人たちもいて、平和教育が全国で萎縮するということで、長崎の被爆者の方が国に抗議の声明を出しました。長崎の被爆者団体など13団体は8日、沖縄県名護市辺野古沖の船転覆事故をめぐり、生徒が死亡した同志社国際校の学習内容を政治的中立に反すると認定した文部科学省に抗議する声明を発表しました。被爆地をはじめ全国の平和教育の実践活動を萎縮させる危険があると指摘したと。13団体
体は長崎の被爆者4団体や県教育管理組合など、声明では安全面の配慮が不十分として行政指導などを行うのは当然にしても政治的中立性に反するというのは乱暴すぎると言及したということでですね、まあこれは当たり前の態度だと思うんですけど、なんかまあこれもまた盛大に叩かれてるわけですよね。だから結局平和運動を潰したいだけじゃんっていうまあ話でしかないし、当然次は広島長崎が狙われるの分かりきってるんだから、それはね長崎の人たちは反対するでしょっていう話ですよね。はい。いや、ほんと松本さんはどう責任取る気なんでしょうね。なんか自分は高市さんが嫌いだからで済まされないと思いますよ、これは。自分たちが好き勝手やるためにはそれゆえに国にはしっかりしてもらわなければならず、自分たち以外の自由と人権はがっつり抑えてなければならないので、ネオリベと極右は結びつかなければのではないでしょうか。なるほどですね。ありがとうございます。まあピーター・ティールとかの論理を見てるとそういう風にも感じますよね。だからまあネオリベ的な人たちがリバタリアン思想に接近してまあ保守と合体してるのがまあ今の状況なのかなと。平和学習ですよ。なぜそれが特定の政党や支持や批判につながるのかね。アケイドさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。秋篠宮ですら天皇になる教育を幼少期から受けていない自分には天皇は無理だと言っているのに、一般人として受けてきたその辺のおっさんに天皇が務まるのか。いや、でもそこなんだよな。だから、まあ自分の息がかかった人間をね、入れたいみたいな、このキーポンさんの、まあ、推論は説得力はあります。説得力はありますけれども、まあそれはそれでね、武田恒康みたいな人が天皇になったらね、みんな天皇のこと大嫌いになって、天皇家が滅ぶのではないかという私は、ある意味前向きな推測をしちゃうわけですけど、はい。それに教育基本法制定当初では中立性の判断は教育現場に委ねるしかないというのが政府の方針だったわけですけど、まあそれがね、安倍さんの時に解約されましたからね。はい。そうですね。外籍政治の復活になっちゃいますよね。だから麻生家の人間がそれこそね、天皇になったりしたらとんでもない話になると思いますよね。まあやっぱ平和教育はね、反自民党なわけですよね。はい。ということでですね。ということすいません、ヘイトポストですが、辺野古事故、文科省の2犯認定は教育への不当な介入だなどと沖縄県教職員組合が言っているが、辺野古基金の仲間たちですね。6月23日が慰霊の日であることから、沖縄の学校では一斉に平和教育が行われます。とんでもないことです。中には講演者として反基地活動を叫ぶ政治家もあり、公立学校もあり、生徒たちに対し政治的中立性を逸脱した話をされることもあると聞きます。今後も保護者も参加して内容を見ていただくべきです。検閲でしょ、検閲。で、上村瑞穂ってなんで常にこうなんですか？で、一番人のなんか、まあわざとやってるんだろうけど、一番人のなんかね、神経を逆らにする天才だと思いますね。もうなんか言ってることすべてに腹立つ政治家ってあんまりいないんだけど梅村と小泉ぐらいだよ最近だ。はい。ということで、ノミネーさんコンカラスです。反省と平和気球は非国民まであと一歩か嫌だというですね。いや、広島長崎が叩かれるようになったらもうほんとそういう時代になりますよね。はい。弱者排斥という意味でネオリベと極右はそうですね、共闘可能ですしね。安定の梅村水。ということで、まあ、参政党は常にこういう主張をしているわけです。だから文科省コメントから一月も経たないうちに慰霊の日もやめろって言い出したでしょ。だから私の言った通りじゃないですか。だから絶対に一歩も引いちゃいけないんですよ。はい。まあずっとね、ポストでも言ってたし、ラジオでもね、そういう風に主張させていただいてたんですけれども、はい。ということでですね、ただ実際にね、慰霊の日にどのようなことが行われるのかというと、まあこれ9日の日の話なんですけれども、教え子戦場に二度と送らない教職員ら、不戦地下那覇で教育関係者戦没者慰霊祭が先んじて、行われました。対馬丸撃沈事件を含めた沖縄戦で犠牲になった児童生徒や教職員らを追悼する、73回教育関係戦没者慰霊祭が6日、沖縄県那覇市の、県教育
会館で開かれました。こちら有料記事なんで、ちょっとご興味ある方はですね、ぜひとも琉球新報さんの方、読んでいただきたいんですけど、内容の一部だけご紹介しますと、ですね、毎年慰霊祭に参加している、方は、教職員だった母の弟を沖縄戦で亡くしました。遺族は自分だけになってしまいました。元気なうちはずっと参加していきたいというふうに話したということで、70人の方が参列し、児童生徒や教職員ら、犠牲になった7610人を追悼し、不戦への誓いを新たにしたと。7610人っすよ。ここちょっとね、ちらっと見えてるけど、はい。だから、どれだけね、沖縄戦で教職員や生徒の人たちが犠牲になったか、しかも不要な犠牲だったわけですよね。完全にね。で、日本軍のせいで死んだわけでしょ。だから許せるわけないですよね、こんなもの。だから沖縄の教職員の方々がこのような態度を取るのはね、至極当然の話だと思いますし、これは変更でも何でもないと私は思います。はい。いや、本当梅村最低ですよね。常に最低な人なんだけどね。常に最低を更新してきますね。極右に歴史を歪曲させてはいけない理由っていうですね。神谷宗平さんはね、沖縄に来て、そういう歴史歪曲的な発言もしてますからね。日本の保守右翼の反政平和に対する像は一体何でしょう。いやー、戦前回帰願望じゃないですか。私は全部、今までね、ちょっと矢継ぎ早に読んできたんですけれども、だから全部続きながりの話として、聞いていただきたかったんで、ちょっとすいません、雑談に応答できなかったんですけど、だから国民民主党のね、国民、投票法の話もそうだし、国会議員の任期延長の話もそうだし、なんか皇室の話もそうだし、沖縄の平和学習の話もそうじゃないですか。もう戦前回帰運動ですよね、これは。もう保守反動とかの、で、片付けられる話じゃないんじゃないかと思います。慰霊の日やから一斉に教育が行われているわけではないというふうに思いますけどね。はい。沖縄戦、6月7日、国命者926人、日本兵に国刀を取られ泣いた子供が撃ち殺されました。味方を殺すなんて、そんな証言が残っています。9月23日は沖縄県慰霊の日ですと。いうことで、このですね、おそらくうちなんちゅうであろう人の、吐くように嘘をつくとか、お前はゲゲゲの鬼太郎を名乗るなというですね、わけのわからないコメントをしてるんですけど、これが嘘なわけないでしょう。子供から国刀を奪い抗議した子供を殺した日本兵については NHKBS1 スペシャル沖縄出口なき戦場でも、登場します。これを嘘だとかのたまを奴は日本兵に何を夢見ているんでしょうか。そもそもお国のために戦っているんだと日頃威張り腐っていた日本兵がいざ死が目の前に来たら自国民を我が身可愛さに殺したという嘘をつき、誰に何の得があるというのか。そんな話は沖縄だけではなく満州引き上げ者やシベリア引き上げ者の話にもたくさんありますと、いうことでですね当たり前でしょって思いますけどね。やっぱこういう歴史が忘却されていることがああいうね保守反動みたいな人たちがのさばる理由になってるのかなと思います。はい。2点に回帰したいっていうね、右翼反動主義ですよね。歴史修正主義も軍拡も核武装も憲法改正も全て反動主義でそうですね、共通しているとは思います。それぞれの位相はいろいろ、理想とか動機はちょっと違うかもしれないですけどね。能力差別から優勢思想に走るのはまだわかるけど、本来ネオリベ思想と民族をはじめとした出自による差別は相入れないのではないかというですね。全くその通りなんですけど、ちょっとなんだと、すいません。私の、手前味噌なんであれなんですけど、私がね、前回説明した、動画で説明したですね、社会的支配思考だと、ある程度説明できると思います。社会的支配思考が強い人って、そもそも不平等を好んでるので、ですね、要はメリトクラシーとか文化的エリートであるっていう自意識が強すぎると、当然ながらマイノリティを憎む、権威主義的パーソナリティっていう言い方したらさっき怒られ
れましたけど、ですね、傾向が強くなるので、当然ながら人種差別的なね、思想を考えるように報じるようになってしまう。だから、資本主義的な自由、能力がある人間は誰でも成り上がれるんだっていうことを最初から信じていた人でも、だんだんその支配者とかね、お金持ちになったりして支配的な傾向が強まっていくと、そういう心理状態に陥ってしまうっていうですね、結構恐ろしい話なんですけど、はい、よかったら動画見てください。日本国美化とラノベがくっついた映画あったなってベルカーブというチャールズ・マレーの科学を利用した差別の研究にネオリベ系のシンクタンクから研究費が出てました。なるほど。あの辺の人たちはやっぱみんなつながってますよね。はい。ちゅうことでですね、そのネオリベ、系極右のそれこそネオリベ系反動の権化といえばということで、はい、小泉ですね。小泉大臣が読み上げた沖縄のテレビや新聞では辺野古事故のことのほとんど報道がないという部分は事実と異なっています。国会で虚偽答弁をしないでください。遺族はともかく大臣がこのような事実と異なる発信を国会ですることは看過できませんので訂正してくださいと、いうことでですね、小泉が動画でも言ったんですけど、辺野古転覆事故は沖縄で正しく報じられてないというか、なんか変更報道されてるみたいなことを国会でのたまったんですよ。とんでもない話ですね。琉球新報さんとか、さっきのね、沖縄タイムスさんとかがどれだけ詳細に、しかもね、強く批判的に事故のこと書いてるか知らないんですかね。知らないんだと思うんだけど、どうせ読んでないだろうから。沖縄では連日辺野古転覆事故のことが報道されており、ご遺族のノートも取り上げられております。今政治的主役に絡めて全く報道されていないというデマが拡散されていますが、事故をなかったことにされるのではないかとご遺族をこれを苦しめているんではないですか。ボギーテドコンさんが沖縄ではこんな全く報道されてませんよというふうにポストしているので、多分小泉はこれを信じてるんじゃないかと思うんですけど、産経新聞も同じようなこと言ってるわけですね。痛ましい辺野古沖転覆事故を、沖縄の新聞が報道していないなどという言説があります。沖縄の記者、沖縄タイムズのですね、安倍武さんですが、ページにまとめられた沖縄タイムズの記事を数えたら2ヶ月で98本でした。あと2本で100本。一つの事実として報告申し上げたいと思いますということでですね。安倍さんとかがどういう気持ちでこういうさ、毎日ですよ。毎日この話してるんですよ。してるか分かってるんですかね、小泉は。いや、分かってないと思うから言うんだけど、辛いでしょ。ね、自己批判ですから、やっぱり辛いことですよ。とても辛いことだし、もちろん、ヘリ協会側の非はもう明らかだから、言い訳のしようもないわけじゃないですか。でも、それでもやっぱり関心が高いですし、報じざるを得ないわけですよね。はい。って思うんですけどね。はい。そう。電話する小泉さんが変更報道なんて言っても聞きたくないですよねちなみに小泉さんはですね中傷動画を流したことは認めているので、その点だけはね、高市よりは潔いと思います。いや、小泉は本当どの立場で物言ってんでしょうね。信じられないレイシストですよね。ちなみに昨日の動画ね、なんか小泉のことレイシストだって言ったら、いや、沖縄の人たちは人種差別じゃないんだからレイシストって呼ぶの変じゃないですかって、多分悪意のないコメントだと思うんですけど、いや、そんなことないと思いますよ。琉球民族に対する差別なんだからレイシズムでしょってコメントしました。はい。と思いますが。当たり前というか、そもそも遺族でも虚偽を発したのなら指摘すべきではないんでしょうか。いや、そうですね。だからご遺族の方が感情で我々つうか、その左派とか、その沖縄のその反基地運動をやってる人たちとか共産党とかをね責め立てるのは、それはね仕方がないと思いますよ。そこをね否定しちゃいけないと思います。しょうがないでしょ、感情の問題だから。だけどそれをなんていうか難しい話ですけれども、全て真に受ける必要ってないですよね。だって正しいこと言ってるのと感情的に怒ってたり、なんかさっきも言ったけど感情的に怒ってたりしてるのって違うことだから、主義主張の問題じゃないじゃないですか。
そう、ご遺族がデマに苦しめられているのは耐えられないですしね。批判すべき対象を間違えさせられるのはご遺族にとっても望んだことじゃないと思うんですけどね。でも結局ウィルとか花田とかに今、寄稿されてるでしょう。だから正直取り込まれてるんじゃないかと思うんですよね。もちろんご本人にはそんなこと言えないですけど、ね、本当右翼の連中醜悪ですよね。だから感情を利用してると思います。本当ボギーテドコンはね、嘘しか言わないですね。この人は。本当に腹立つ。ご遺族が間違った認識を情報発信をしてしまったこともまた政治的に利用されてしまってますね。そう、産経新聞などのね、死因は平和学習はそう、それは嘘違うでしょっていう。あなたたちは人の遺族のね、ご遺族の感情を利用しているだけでしょっていう。まあ、ご遺族の感情を利用して政治をやってるだけだというのが、はい、共産党の人がまあ、こういうふうに暴露してくれてるんですけど、昨日アップロードされた動画です。取り上げられている退席騒動というのは2023年の出来事です。しかも全員っていうのは自民党全員のことです。まあ、県民の命より公約が大事みたいな、まあ、これデニーさん叩きの動画なんですけど、見てないですが、退席理由は辺野古新基地建設を普天間代替設備事業、と呼ばないからですということで、ですね、だから自民党はこのようなですね、ニュースピークみたいな言い換えをデニーさんにさせようとしてたんですよ。辺野古新基地建設って呼ぶなと、普天間代替設備事業って呼びなさいみたいな、ことを言ってですね、デニーさんを怒らせて、まあ、そんなことをね、できるわけないだろって言ったら、自民党の人たちが全員退席したっていう話なんですけれども、まあ、玉城デニー、ルールは私だ、議長の2度の警告を無視、あまりのひどさに全員呆然みたいな、まあこれがなんか26万回ぐらい再生されてるんですよね。辺野古基地が普天間基地の代替になり得ないと分かっているのに、デマヤはこういう動画でデニー知事を貶めてるし、まあこういう動画を再生してるの誰ですかって言ったら、まあ説明するまでもないですよね。はい。でこういう人たちにやっぱり好き放題させちゃいけないと思いますし、デニー知事辞めるべきじゃないですよ。再選してほしいです、普通に。はい。こういうことしない人だから、はい、当たり前ですよね。だから小蛇陣営って平然とこういうことやってるんじゃないかっていう疑惑が出てきてるわけですよね。許せんでしょ。だからデマはダメですよ、どんな陣営であろうとも。はい。なんで辺野古は使えないという事実を認識できないのか。いや、アメリカの傀儡だからじゃないですか。アメリカの傀儡といえばということで、自民党沖縄、宮崎正久議員に衆院選での違法動画広告配信疑惑、これ3月30日の現代のスクープなんですけど、あんまりですね、発展しないままに、そのまんまになっていたんですが、今になって大注目されています。2月の衆院選で YouTube 広告を大量投下した高市早苗首相の政党広告が1億6000万回再生されたが、その陰でネット広告をめぐる問題が浮上した。公職選挙法は選挙期間中に候補者本人による有料広告のネット配信を禁止しているが、候補者本人の顔写真と氏名、宮崎正久を大きく使った有料の動画広告が選挙区内に流された。それをやったのは、宮崎正久ですということで、玉城デニーさんをね、非難している張本人の一人でもある宮崎さんなんですけど。いやでもこれが事実で、この人当選しちゃってますから、当選してますからね、とんでもない話ですよね、これ。もしや松井さんと接触した20人の議員の一人って宮崎さんなんですかという、話にもなってくるじゃないですか。はい。宮崎正久防衛副大臣わけではありません。報道によれば2月の衆議院議員選挙期間中の有料ネット広告をめぐり公職選挙法に抵触する可能性が指摘された国会議員は中村裕之文部科学副大臣北海道4区、向山淳総務科学大臣政務官北海道8区、どっちも北海道かよ。そして森下千里環境大臣政務官宮城4区で、安住さんに勝った人ですね。はい。の政務三役を含め20名を超えると私は見ていますということで、いや、田島舞子議員すごいなと思うんですけど、どんどん追及してほしいですね。はい。野党候補を標的とした大量の中傷動画の、拡散が報じられています。これら双方を許していては選挙構成などは消えてなくなるでしょうということで、全く田島さんのおっしゃる通りだと思います。とんでもねえ話ですよね、これ。だから不正選挙で勝った可能性があるわけで、不正選挙で勝ったやつが今、だからデニーさんを叩き潰すためにこういう動画を流しまくってる可能性があるってことでしょ。
いや、もちろん宮崎さん本人がこういうことやってるわけじゃないと思うけど、絶対許せないなと思いますね。はい。しれっとすごいことを成し遂げてくる県や県庁の人だし、県庁でのプライド、継承と残していただかないと。そうですね。プライドフラッグを継承してくれたのもデニーさんです。はい。この動画では貶められていますが、本当頑張ってほしいし、左派の人たちはね、やっぱりデニーさんを今こそ支持しないとダメですよ。絶対ダメだと思います。はい。民主主義が本当に歪められてますよね。だからこういうね、デマとか、中傷みたいなことをやっぱり許してはいけないですよね。はい。そしてデマ中傷による選挙といえばということで、杉並区長選が今月末あるわけですが、ここ2週間ぐらい YouTube のトップのスポンサー枠がずっと自民党の区長候補か区議候補になってます。どんだけお金を使ってるんでしょうかということで、先日も取り上げたんですけれども、杉並をアップデートみたいなことを言っている。これ自体がだからその岸本区長からパクったフレーズだろってお前らいい加減にせよっていう感じなんですけれども、大和田伸さんの動画がですね、大量の再生をされているそうでございますが、スポンサー大和田伸杉並区ってちゃんと書いてあるんですよね。いや、スポンサーってだからよくこういうことできますよね。高市さんがこう疑惑の渦中にある時にですよ。絶対こんな勢力にこんな人たちに負けるわけにはいかないと言い出したくなりますね。ネトウヨは事故当時、左派が死んでざまみたいな書き込みをしていたくせによく言っているのだっていう。いや、だから本当そうですよ。だから最初ね、女子高生も、仲間だっていうふうに思われてましたからね、亡くなったね。だからそれが180度手のひら返してそういうこと言い出してるわけです。本当偽善者ですよね。リクイモズキさん、コンカラスです。当のアメリカも別に辺野古にこだわってるわけではなく、やはり沖縄と大和の力関係を見せつけるための、装置になっていると思う。そうですね。利権プラス、その沖縄いじめ、植民地主義みたいな文脈ですよね。はい。ありがとうございます。そうですね。だからアメリカは説得できると思うんですよ。トランプは多分沖縄のことどうでもいいと思うし、良くも悪くも考えてないと思うんで何も。はい。だからね、ご利用しすればですね、通ると思います。はい。選挙中は広告剥がさないとダメですね。はい。いや、だからそれはね、私とかだって別に剥がされたって文句言わないですよ、別に。選挙期間中だったら。そりゃそうでしょっていう話なんで。自民党を選んでもこんな感じです。杉並区民のための仕事をしないと思うなということで、令和の方が AI を使って画像を作ってるので、ちょっとあれなんですけど、この内容自体はね、私確認したんで正しいです。はい。低所得者エアコン購入費助成を岸本区長が出した時に反対しました。新年度予算にも反対しました。訪問介護の基本報酬引き上げにも反対しました。給食費の無償化にも反対しました。健康保険証の存続復活にも反対しました。子どもの権利に関する条例にも反対しました。インボイス反対。核兵器禁止条約反対。パートナーシップ事実婚適用に関しては全員退席。いじめ防止法に関する条例はだけは賛成って何なんだこいつらっていう。野党に回った自民党あるあるだなというこっちですけど、本当岸本さんをいじめることしか頭にないので、子供の権利に関する条例とかいくら自民党でもそれに反対しちゃダメだろみたいなのにも杉並自民党って反対してるらしいんですねじゃないですかエアコン購入費助成とかさ、反対しちゃダメでしょこれは岸本さんに対する嫌がらせですよね、おそらく。いや、ほんと人民の敵ですよ。だからAI 使うのほんとよろしくないけど、この方はですね、うまいことでこういう画像にまとめてくれてらっしゃると思います。実際これ全部事実なんですよ。裏取ってるんで。はい。いや、という感じですね。そんな感じなのでですね、ただ唯一救いなのは大和田伸さんがですね、もう早くも杉並の人たちから嫌われ始めているということですかね。区長をポンコツ呼ばわりし、意見の違う区民をブロックし、デモをごっこ遊びと言い、まともに話を聞かない門博子議員とタッグを組む、区政に取り組む、大和田伸さん。意見と違う区民はあなたの区政では排除されないのがとっても心配です。いじめを解決するなどと言っていますが、意見の違う区民の子は救うつもりあるんでしょうかと。いうことでですね、そりゃ門博子みたいなのとね、組んでたらそりゃ言われるだろうと思います。はい。ですね、終わった。
よくこれで支持されるのはすごいっていう、まあ自民党の人たちが自民党を支持してるのは、だから岸本さんが嫌いだから支持してるでしょっていう感じですけどね。だから、政策見てないんですよ、支持者の人たちも。退席した様子は動画で見ましたが、ひどかったです。ひどいですよね、ほんとね。ヤジや罵声も飛びますしね。いや、ヤジが飛ぶのはまあしょうがないんだけど、反対がきつくて沖縄の基地を他県に移設するのは難しいって自民党も認めているのだということで、そう、それが本当の理由なんですよ。その通りです。ありがとうございます。だから、結局内地の人たち、まあ、激しい反対運動とかもあった歴史もあるし、まあね、当たり前ですけど、米軍基地を歓迎する人間など日本にいないので、内地、特に東京みたいなところに作ったらとんでもない反発を食らって、まあ経済界とかからまあ総出でですね、なんで基地なんか作るんだ、とんでもないぞみたいなこと言われるから、まあそれが嫌だから、いつまで経っても沖縄に 70% 以上集中させてるわけですよね。うん。だから結局まあ自民党の不手際というかですね、利益誘導なんですよね。はい。なんですけども、ただ大和田さんですね、まあだから私としてはですね、もっとポンコツなところをポンコツって言ったら申し訳ないけど、区長のことポンコツ呼ばわりしてる人だからあれなんだけど、示して、ぜひなんか指示を下げていただきたいなと思ってたんですけれども、なんか思った通りの行動をしてくれました。第80代杉並区長議会、杉並区議会議長で最年少23区議長、会長の、大和田伸さん、アップデート杉並代表を応援する杉並公会堂の大会で応援弁士を私がしましたということで、片山さつきさんのポストなんですけど、はい。皆さん、このですね、写真の致命的な違和感にお気づきになられたでしょうか。はい。どこがおかしいのかな、角ひろ子さんはね、真ん中にいらっしゃいますね。別に角さんが悪いわけじゃないですよ。はい。まあ、リバメの画像ですね。はい。女性陣だけがエプロンをつけている。まあ、片山さんはつけてないけど。いや、マジでっていう感じですね。これ、いいと思ったのっていう、まあ、わざとだと思うんですよ。だから意図的に、その女性の、まあ、自民党員の人たちですかね、にだけエプロン姿にさせて、他の男性陣はね、みんなスーツなんですよ。いやいや、これダメだと思わなかったの大和田さんはって。で、しかもここにアップデート杉並って書いてあるから、まあ、岸本区長をパクって杉並をアップデートと息巻いてはいいものの、片山さつき以外の女性にエプロンを当てがうという時代錯誤そのものの行いをしていダウングレードじゃんという、まあ、そうツッコミが入っておりました。はい。いやまあね、私は岸本さんに勝ってほしいので、まあ勝手に大和田さんが自分の評判を下げてくれることは、まあ別にいいし、別に嘲笑したいわけじゃないんですけど、なんかげんなりしますよね。全然アップデートされてないじゃん、この人。これがダメだと思わなかったの、誰もっていう。まあ、片山さんも片山さんなんだけど、注意してくれよ、誰かって思いますね。はい。ということですね。自民党自体が腐敗しているので、沖縄の自民党がああなっているのもわかりますし、尾長前知事も自民党だったけどなぁと思ってしまいます。まあ結局、尾長さんみたいな人はね、自民党を辞めるわけですよね。はい。だったら本土の空港を全部軍民療養にすりゃいいんですということで、いや、全くその通りです。はい。ね、だから実際ね、沖縄のね、基地がなんだろうね、辺野古反対するな、みたいなこと言うんだったらね、普通に軍民療養で貸し出せばいいじゃんっていう話なのでね。えぐい気象って愚か不調整じゃないですか。沖縄のオフスレイの発着場を九州に移設しますというのも反対が激しいので断念していますということで、その通りですね。ありがとうございます。マユッチさん、ここからです。戦時国家にアップデート国防婦人会っていう。いや、でも確かに、根面が国防婦人会っぽい。まあ、ご本人らはそんなつもりじゃないんだろうけどさ。まあですね、昔の自民党はね、まあブラック出身の方とかもいらっしゃったしね。なんでしょうね。どんどんダウングレードしている気がしますね。女性は15の守りようとか思ってるんでしょうかね。やめてくださいよっていうか、片山さつきさんを呼んでやるところじゃないでしょっていう話ですね。はい。
ということでですね、ただ、ファッションを進めているのは自民党だけではありません。自民党以外に、そんな勢力がいるのか、国民民主党かといえば、はい、チーム未来ですね。年々膨らみ続ける医療費問題にチーム未来から提案、成果運動型、連動型診療報酬制度を庵野貴博氏が開設ということで、生成 AI をご利用ししていることで有名な庵野貴博総主なんですけど、堀潤激論サミットという番組に出演されまして、増加の一途をたどる医療費をどう抑えるかを議論しました。番組前半では医療費の現状に加え、チーム未来が提案する戦果連動型診療報酬制度について取り上げましたということで、だから、まあ、当時だから医療費に関してはいろいろとね、やばいことを言って、いや、何言っとんのみたいな、この人たちって人権とか分かってるっていう、まあ当時からね、選挙の当時からそうやって批判されていたし、私はいや分かってないから投票すべきじゃないですよっていうふうに言っていたわけですが、チーム未来が掲げる新たな診療報酬制度、成果連動型診療報酬では、従来の診療回収や薬料による出来高払い方ではなく、治療や診療の成果に応じて報酬が払われる仕組みで、実現すれば無駄な診療や処方の抑制につながり、医療の効率化が期待されます。実現には医療 DX の整備が不可欠で、他にも導入までは様々な課題があり、現役の位置からは非常にやりづらくなるとの、声もありましたが、医療費はね、抑制しなきゃいけないのでね、みんなDX を進めていこうではありませんかみたいなことが、まあ、書かれているんですけれども、はい。小児科コアラ先生、応援してたから余計に言いたいのですが、僕の考えた最強の診療報酬制度、理屈は綺麗ですが、小児科の成果は何も起きなかっただったりします。数字に出ないかからいらないかにされる。せめて現場を見てから発言してくださいと。支持者の人に苦言を呈されてるんですけど、ということで、ちなみにですね、まあ、この成果なんちゃら型の診療報酬制度っていうのは過去に、欧米などでも取り入れられておりまして、2019年の論文で、病院のパフォーマンスに対して支払いをする効果に関しては、ほとんど効果がないということが立証されております。ほとんどの研究ではこのようなプログラムに有利な差は見られなかったか、効果が非常に小さかったことが、示されましたということで、まあ興味ある人はこの論文見てみてください。はい。すべてのプログラムにおいて証拠の確実性が非常に低かったため、病院に対するですね、ベースの支払いと比較して患者の転機、ケアの質、公平性、またリソースの使用に影響を及ぼすかどうかは分かりませんと、まあ優位な差がないレベルだったということで、まあ逆にすごい悪くなったわけでもないみたいなんですけれども、はい、あまり意味がない制度であると、いうことですね。はい。はあ。ね、車輪の再発明をするのをやめてほしいですね。はい。ですね、男性がエプロンをつけなかった理由を知りたい。まあ、家父長制ですかね。まあ、これはテックリバタリアンそのものですし、っていうか、テックリバタリアンだし意味ないんですよね。成果って何言ってるんだっていう。だから医療費を削りたくて仕方がなくて、自分の思いついてきた最強の診療報酬制度を考えてみたけれども、2019年に否定されてるっていう。いや。だって AI とかで検索すればこういうの出てくるんじゃないですかね。知らんけど。私は検索して出てきたけど。チーム未来は IT が強いだけで他はよく分かっていないのではないでしょうか。まあ本質的なツッコミをありがとうございます。AI に当事者の意見を教えとでも聞いたら答えたんじゃないでしょうか。治療や診療の成果や捏造改ざんを抑えるシステムがないと成果取り放題になると思いますということで、まあさらに悪くなる可能性が高いですよね。この研究だとあんまり差がなかったっていう結果なんですけど、意味ないですよ、こんな口頭無形なもんって。ただ根源的な考え方がやっぱり間違ってるというか、増え続ける医療費に歯止めをかけるという発想そのものがおかしいんじゃないですか。人間年を取ればポンコツになり、あちらこちらが傷んだりするわけで、年寄りが増えれば当然医療費も増えます。自明のことです。増え続けてしまうことを前提にしたシステムの抜本的改革とかが必要なんじゃないでしょうか。国民皆保険の放棄がチーム未来を含めて国としてはいずれやりたいことでしょう。ということでですね、北丸裕二先生ですけど、まあそりゃそうだろう。北丸先生ですけど、それはそうだろうなと。
だからね、チーミラの人たち、チーミラっつっちゃった、の人たちがですね、結局国民皆保険を破壊したいだけではないのかっていうね、合理的疑いが生じますよね。はい。だから医療費を抑制すりゃいいってもんじゃないんですよ。そうじゃないだろっていう。福祉をなんとか医療費が拡大する中でも実現していかなきゃいけないんだから、そのための財源をどうするかっていうことを本当は考えるべきだと思います。うん。診断を除いたらリバタリアン荒傷って出たからさすがにこれと一緒にされたくない。それは気持ちはわかります。はい。ですね。まあ、先日ですね、実現した高額療養費見直し制度ですけれども、まあ、これも、まあ、毎日の記事なんで、まあ、参考になる方は読んでみてください。立教大教授の安藤さんは、本来は自己負担の上限引き上げではなく、引き下げを検討すべき時期でしょうというふうに言っております。保険料の削減効果が月100円用しかない。100円だよ、100円。マジでこの100円のために大きなリスクに備えられる享受を失ったわけです。格差を広げる改正は憲法の生存権を脅かすものであり、国は責務を放棄していると思いますということで、はい、格差を広げたりですね、人権を削るような改革というのは百害あって一理ないと思います。はい。そう、医療費に歯止めをかけるってね、下手するともう本当優勢思想に片足突っ込んでますからね。だから安野さんってずっとそういうこと言われて批判されてるのに、やっぱり聞いてないかったんだなというのはよくわかりますよね。はい。そして優勢思想といえばですね、最後にちょっとですね、批評を取り上げたいんですが、精神疾患の数が23年で11億7000万人になり、約30年で倍増したそうです。まあ、これは私みたいなね、グレーな発達障害の人間とかが拾われるようになったっていう医療の進歩とかもあると思いますが、アガンペンは自動車社会において大量に生産される交通事故死を暗黙の了解と化している。死人が出るなら自動車をやめようなんて話は誰もしないと述べたことがあるが、現代の社会で精神疾患が原因で亡くなる方々は暗黙の了解と化しています。精神疾患で苦しむ人々のために社会が変わろうとすることはない。っていうことですね。アガンペンは現代はヨーロッパの高速道路で1回の週末に生み出される犠牲者が1回の聖域で生み出される犠牲者よりも多いという時代であると述べている。我々はこの事実を平凡極まるものとして気にも留めない。運転手はホモサケル、死んでも一とわれない存在っていう、アガンペンの有名な概念なんですけれども、として社会的暴力にさらされているのである。ということですね。なのでですね、ちょっと哲学的な言い回しなんですけれども、要は、自動車とかで、交通事故死であったりとか、で、犠牲になる運転者とか、歩行者の人たちですよね。事故のリスクを絶えず抱えながら、自動車を使ってるわけじゃないですか。でも、自動車をなくす社会にすればいいのに、そういう風になってないわけですよね。はい。で、運転者のや自動車関連死は社会公用上の必要悪とばかりに軽視されており、犠牲化不可能で殺害可能な存在として扱われているっていうのがホモサケルという概念ですね。はい。だから精神疾患になる人、例えば鬱になってしまうような人、私もそうですけれども、社会構造が原因でね、こんなひどい社会だからね、それこそ精神病んだりしているのでいうのに、なんかね、自己責任みたいなこと言われて、何の保証もなく社会にほっぽり出されたりするわけじゃないですか。やっぱりそういう人々がね、多数になっていくっていうのは、社会が崩壊する兆しだと思うので、このままね、全体主義とかに突っ走ってしまうのであれば、日本の社会自体がですね、徐々に、戦前回帰する以前にですね、壊れていくんじゃないかなと思います。はい。ということで、進む日本の全体主義化でした。配線が決まった赤字ローカル線みたいな見直し。だから本当ね、発想がちょっと貧困っていうかね、なんでしょうね。だから、本当は減らしてはならない必須インフラみたいなものを、だから鉄道とかを平気で廃線したりしてるじゃないですか。自動車道は整備するのに。だから逆ですよね、やってることが。だから本当は自動車なくして、ね、電車とかね、要はモータリゼーション社会を脱却しようみたいなことが議論されなければいけないし、実際ヨーロッパの一部ではそういう議論もなされているというのに、日本はね、脱石油さえもできず、今の状態に沈んでいるわけですよね。はい。なのでいろんなことはつながってると思います。うちの父もことあるごとに高齢者批判し
したけど、今の高齢者限定ということだったのだ。高齢者バッシングやっているそうなのってそのレベルなのだ。だからね、高齢者バッシングとかもまあそうですけれども、やっぱり人間を分断したり、どこかの人だったら、高齢だったり、病気だったりしたら、まあ、死んでしまっても仕方ないみたいに考えるのは間違ってると思います。それはね、社会が人権保障することを放棄してるっていうことなので、はい。ということでですね、はい。なのでですね、今回もちょっとすいません、いろいろ重たい話でちょっと2時間ぐらい突っ走ってしまいましたが、皆様ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録等ぜひぜひお願いいたします。ということでですね、まあただこのままね、暗い感じで終わるのもあれなので、まあ結構ね、もう時間がいい時間になってしまってますけど、ここから駆け足でですね、ですね、まあ虹は私が貸し出しているということで、まあレインボー、この前のですね、レインボープライドのこととか、ですね、反対運動のことなどをちょっと話していきたいと思います。ちょっと動画流れますので、ご注意ください。日本に暮らしている難民や移民の方で、その中でも特に仮放免と呼ばれるステータスの方だったり、要するに働けない方たちが、日本にたくさんいるっていうことを知りまして始めたフェスなんですけれども、チャリティーイベントなんですが、働くことができない方っていうのは経済的にも大変困窮していますし、それだけじゃなくて社会とつながる接点がないままいなきゃいけないっていう方が多くて、もともと出身国にいた時には職業があったり、何かの手に職が持っていたり、技術があったり、好きなものがあったりとか、みんなに見せたいものとかがあったり、そういう得意なものがあるのに、それが全く活かせてなくて、活かす場がなくて、人を喜ばせたいとか、自分の技術で何か社会に貢献したいと思うのは皆さんもそうだと思うし、多くの方が思っていることだと思うんですけど、そういうことの機会がないっていうことに大変私憤慨しまして、そういうのそんなのひどいと思って分かち合えないというか、私たちもそれがもったいないと思ったんで、そういう場を作れたらなと思って始めたチャリティーイベントです。何度もやってるうちにもう顔なじみに皆さんなってるんで、今日も朝集まった時から1年ぶりだねっていうような感じで挨拶したり、みんながもう仲間っていう感じになっていて、若い世代の方たちも足運んでくださる人が多くて、大学生とか高校生とか子連れの方とか、そういう人が行きやすいイベントになってるのかなと思って、大変嬉しいです。皆さんのおかげでそういうふうな感じで広がりを感じてます。はい。ということでですね、まあ私はちょっと北海道なんで行けなかったんですけど、第7回移民難民フェスが大好評に終わったということで、まあ私、結構本気で尊敬してる金井真紀さんなんですけど、いや、ほんと素晴らしいな、この方はな何目線だという感じですが、やっぱり、でも言ったんですけど、やっぱりそのマイノリティの方々の問題っていうか社会の問題なんですけど、っていうのと貧困の問題っていうのをちゃんと結びつけなきゃダメだと思うんですよね。必ずつながってるものじゃないですか。だから特に難民性のある方なんていうのは、実際にね、就職とかはね、不当にも入管に制限されていることで、そういう目に遭ってしまってる。就職できないとかそういう目に遭ってしまってるわけですよね。だからそれをなんとかしようっていう、運動なので、経済的にも格差をなくそうっていうことになってつながってきますし、もちろんですね、マイノリティの人の権利を守るっていうことにもつながってると。だからですね、アイデンティティを強調しすぎだとかなんだとか言われますけれども、そういう話じゃないんだよということをですね、今後も訴えていかなきゃいけないなと思います。はい。そういえば田中裕太郎とか河合祐介とか来たんですかね。帰れって感じですけど。でも動画いろいろ見たけど、出てきてなかったけどね。一人で行ったけど楽しかったよ。行かれたんですね。お疲れ様です。はい。だからね、安野貴弘さんも少しはこういうのを見てほしいですね。勉強してください。AI でね、検索すればちゃんと出てくるから。はい。あと、ソウルの人権映画祭っていうのがこの前あったそうなんですけども、本当に間違ったことばかりですということで、Errors not for me、ホモフォビア、トランスフォビア、セクシズム、ジェンダーバイナリー、パトリアーキー、エイブリズム、アイジズム、ナショナリズム、インペリアリズム、レイシズム、うんたらかんちゃらじゃないということで、All kind of hate ということでですね、はい。こういったものはね、すべて受け付けないぞというメッセージが書かれたっていうものですね。こういうの日本でも販売してほしいなと思います。共産党の市議さんに話してもらったんですが、みんながデモとかして世論が改憲反対に向いているうちはなかなか憲法改正が発議できない
するのがすごく効果あるんだってと。なんで世論で改正発議できないかっていうと、発議して国民投票で改憲できなかったら改憲反対っていう民意がはっきりしてしまい、もう改憲が絶対できなくなるから国民投票で絶対勝てるって思わないと発議できないんだってということで、さっきのね、プロパガンダの問題とかがあるので、国民投票法案がね、このまま改正されちゃう可能性が結構今高くて、それからね、プロパガンダが巻かれまくるとちょっと恐ろしいことになるかもしれないですけれども、やっぱり今後もね、デモしたりですとかね、高市政権の支持率を地道に下げていくっていうのは、非常に効果のある行動ではないかなと思います。なので諦めてはいけません。はい。なのでですね、国民投票法改正案反対のファックスリストなどを作っている方がいらっしゃいますので、よかったらリンクからですね、飛んで、ファックスなど、できる方はやってみてください。バイナリーもロマンティック中心主義も異性愛中心主義も全部なくなればいいということでですね、全くその通りですね。はい。デモに行ってお便りを送り署名をしましょう。はい。ですね。そして、先日はですね、東京プライドが、開催されましたが、もう時間がありません。司法は同性婚実現へ明確な意見判決を出してください。同性婚を認めない現行の法規定が憲法に違反するとして国に損害賠償を求めた一連訴訟をめぐり、各地の原告や弁護団が8日最高裁を訪れ、同性婚の法制化をめぐる署名、先日皆さんに署名してもらいました。3万6000筆が提出されました。皆さんご協力ありがとうございました。明確な意見判決を下すことを強く求めた。当事者は司法は人権の最後の砦であり、同性婚を望む当事者のことを想像し判決を書いてほしいと、今年84歳になる母に、結婚を見届けてもらうことが夢なのですということでですね、だから当事者の方には時間が残されてないんですよ。早くしろよっていうのを本当にいい加減にせえやという話しかしてないんですけれども、東京プライドでもですね、改めて、マーチがあったということです。はい。当たり前ですけどもね、はい、さっさと同性婚を実現すべきだと思います。ナショナリストってかじゃないかって言われたらね、私、ナショナリストはナショナリストなんですけどね、左翼ナショナリストなので、ナショナリストって言ったら大体右翼のことなのでね、そういう意味では悪だと思いますけどね。はい。性的マイノリティも、就職差別で自分の能力が発揮できない面が強いはずです。プライドパレードの場は難民移民フェスの場ようにみんなの得意を発揮できる場であったらいいですね。いや、全くその通りです。はい、その通りです。そういうことが言いたかったのです。ありがとうございます。的確に言語化してくださり、ありがとうございます。自分で語れよという話ですが、ありがとうございます。はい。なのでですね、プライドパレードはただお祭り感が強いというふうに良くも悪くも言われてはいるんですが、視聴系のプラカ持ってる人は少なかった気がする。私はこれらを信号待ちのプライドパレードのなんそれ美味しいのの状態に人たちに見せながら歩きました。〇〇のやつはゲイだからといって何だと言うんですか？異性なら会った日に結婚できるのに同性だと10年一緒にいても結婚できないバグは修正してください。こちらは辞任ミーム撲滅委員会ですということで、いやー素晴らしいですね。こういうセンス大好きですね。はい。ということでですね、昔ながらのこういうなんかお祭りの用のね、うちわみたいなのを使って、すごいさりげなく、しかもこれ青黒にも使えますよね。いやーナイスアイテムだな。ということで販売してほしいぐらいなんですが、柴さんですね。はい。ナショナリズム民国家も左翼起源なのだ。確かにそれ言われてみればその通りなんですよね。もはや右翼に完全に散奪されちゃってる感じもありますけれども、私もよくね、いや、今のナショナリズムはその右翼性から逃れられないのではないかみたいなこと言われたことあるんですけど、いや、そもそもだってフランス革命起源じゃんっていうはい、気持ちで言います。ありがとうございます。そしてですね、ちょっとこれ音楽すごい流れてるんで、音楽流せないんですけど、すいません、著作権の関係で。チーム台湾のですね、ですね、カーがあったということでですね、いや、これは最高の光景ですね、素晴らしい。私もだからずっと台湾連帯と言っておりますけれどもですね、正直だから今の情勢が情勢じゃないですか。あんまりそういうこと言ってくれる人いないわけですよ。でもこれはね、リベラルな人たちがね、集まる場所でですね、台湾の人こうやって自由に行進できるっていうのは本当素晴らしい光景だと思います。はい。ということでですね、見た方はお疲れ様でございました。
そして、昨日東京の東京プライドパレードに行きました。涙が出そうになりました。世界のどこかの隅っこでは存在すら許されないマイノリティが東京渋谷の最も賑わう通りを堂々と行進できるなんて想像したこともなかったです。道端では皆が小さな旗を振って手を振り、みんなが We are here と、叫んでいました。パレードのルートは事前に準備されていて、交番のおまわりさんが交通を誘導して秩序を保ってくれていました。妨害するどころか協力してくれていたのに、私の頭の中ではこれは協力してくれるというのは普通なのですかと、思っていました。私は暗闇に耐えられたかもしれないです。もはし、太陽を見たことがなければ、こんな出来事を自分で体験してみて、心のどこかで何か変わった気がしますということで、この方ね、上海出身の方らしいんですけど、なんかいいです。本当どの目線だよっていう感じしていますし、なんかこういうこと言うから傲慢なリベラルとか、なんかこの前の動画にもこうワッとついてたけど言われるのかなという気がしますけど、いやでもね、あんまりなんか心を動かされない私もね、やっぱりちょっとグッと来てしまいましたね。だから台湾の方とね、上海の方がね、一緒にいてこういうことをしてたわけですよね。だからまあ、東京プライドいろいろ言われますし、私もね、イスラエルについてる時はいろいろ言っちゃったけど、やっぱり絶対に必要なイベントだと思いますよね。はい。存在意義を改めて示したと思います。まあね、いろいろ上りとかに賛同できないとかはあったと思いますけどね。はい。それはね、仕方がないといえば仕方がない。大規模なね、デモだと私もしょっちゅうなので。ということでですね。そして、まあ、反動主義者の人がですね、プライドに逆らってですね、虹は神のものではないぞというふうに主張してたんですが、まあ、6月にそれを貸し出しておりますので、おととい来やがれというですね。ね、この人何者なんだろう555万人ほど、まあ、信仰者がいらっしゃるんですけど、ですね、なんかまあ、こういうなんか昔ながらのツイッターみたいなのがね、たまに見受けられるのがですね、いいなと思います。はい。神よってですねだからね、神がいたら、イエス・キリストがいたら絶対 LGBTQ+ パレードに出てますからね私かけてもいいけど、そういう方だからイエスの教えを歪んで伝えてる人たちはね、反省していただきたいですね。いやー、うまい返しですね。6月には貸し出してるんですよって6月5日から熱狂を超えてというドキュメンタリーが公開されております。日本のプライドパレードの創始者である94歳のゲイ活動家の方に密着取材した映画なのだそうです。見たい。それ私も見たいなと思ってましたが、見てますね。ごめんなさい。ですね、台湾政府がね、安倍晋三さんとかその仲間を呼ぶのはやめてほしいと思います。はい。それはそれで批判すべきです。はい。愛を叫びたい人がいるのはいいと思いますが、しかしそれだけだと透明化されてしまう人がいるのも確かなので、いくつかテーマがあるといいです。そうですね。まあ、台湾のフラッグも振られるといいし、まあね、中国の方のフラッグだって振ってもいいんじゃないでしょうか。もちろん中国のね、政府を支持する意味では振るべきじゃないと思うけど。はい。ですね。同性愛者を、弾圧しているアフリカに強制送還されかねない人もいるって本当なのだ。だからこの前っていうか結構前の話ですけど、入管っていうね、信じられない人権侵害組織があるんですけど、そこに、ウガンダだったかな、ごめんなさい。ちょっと、国籍間違ってたらね、失礼なんですけど、出身のレズビアンの方がですね、難民申請して断ったんですよ、入管信じられないことに。で、裁判を起こしたら、通ったんですよ。で、あなたは難民ですって言って、ふざけるなよって。はい。ということでですね、アフリカのクイアの方にもね、連帯していかなきゃいけないと思います。杉並区役所行ったらレインボーフラッグがめっちゃ飾ってあった、使った。フラッグの後ろでは性的マイノリティ理解促進パネル展がやっていて、感想アンケートを書くと、新井のグッズももらいましたよということで、まあこれ4月のポストなんですけど、私、ですね、岸本さんを応援しているので、こういうのをですね、ちゃんと示していきます。岸本区長ってなかったら絶対これやってなかったと思うんですよね。プライドシティ、杉並区パートナーシップ制度記念日4月24日にあったんですよ。だからそれでね、役所がね、全部こんな感じになってたんですよね。すごいですよね。はい。ですね。
いやー、ほんとね、入管はほんと何考えてんでしょうね。奴らはね、ほんと、なんか地球外とかに移転してほしいと思ってます。はい。LGBTQ プラス難民の人たちは存在します。はい。認めてください。ということでですね、杉並区の岸本区政で実現した街中木製ベンチ等設置補助という街中を移動している人が誰でも休めるベンチの設置費を5万円まで区が補助する制度によって設置されたのがありました。そして街の人たちが、気軽に休んでいるのをよく見ます。これ一つだけでも僕は岸本さんを支持して応援していますということでですね、ゲイ活動家でクリスチャンのジョセフさんですけど、はい。ですね、だから街のこういうですね、やっぱり福祉をね、ちゃんと考えてる人はこういうことをしてくれるっていうことですよね。ナノクラスさん、コカラスです。来ていただいてありがとうございます。そう、ノンバイナリー、アセクシャル、いろいろね、ちゃんとフラッグもですね、多種多様なものをですね、ちゃんとぶり下げてくれてるわけですよね。警察の話になりますが、ドイツではパレスチナ解放を訴える女性を頭にパンチして拘束している動画を見ました。警察の放出は政府の暴力行使だと思いますが、同時に日本の警察の憲法改正が正念場になったとき牙を向くのではないかと。そうですね。プライドパレードではこの中国の方はね、だから警察が協力的なのに感動したと。これはね、別に悪いことじゃないと思う。素直な表現だったと思いますけど、中国のようなことが起きないとも限らないわけですよね、そうなると。そう、ちゃんとね、ホームレス状態の方でも寝れるベンチなんですよ。素晴らしいですよね。だからこういうのをね、当たり前にしないと、本当はね、いけないんですけど、新宿とかでは特に当たり前じゃないわけですよね。調べて驚きました。杉並区子どもの権利に関する条例が可決されるまでに区内の小中学校で12回の意見交換会があり、子どもワークショップを18回実施。人権について子どもたちが学び、自分たちの考えがまとめて発表したとのこと。養護施設や日本語学校も訪問して、障害のある子どもや外国籍の児童にも意見を聞き取りしました。子どもは守られるだけでなく意見を聞かれる権利があります。子どもの意見表明権を最大限尊重する区政はとても素敵だと思いますということでですね、子どもの権利に関してもですね、岸本さん、いろいろ言われますけれどもなんだかんだ言ってこうやって活動はちゃんとしてるんですよ。はい。だからなんか右翼の人たちはね、いろいろ言ってるけど、不当な評価だと思いますよ。はい。少なくとも学校のとかね、子供の権利に関して、ですね、消極的であったという事実はありません。はい。いつせさん、コンカラスです。インターセックスインクルーシブなプログレス嬉しいですねって。そうですね。こちらにありますもんね。インターセックスの方ものシンボルマークも入ってる。私もね、一応後ろに掲げさせていただいてるやつですけれども、はい。あれがありましたね。はい。なんでこの当たり前の形のベンチに懐かしさを感じる時代になってしまったんでしょうというですね、他のね、自民党のね、区政があまりにもひどいからですね。はい。ということでですね。ただね、別に私が岸本さんをしてるのはね、別に左翼だから何でもいいんだっていうわけじゃないんですよ。皆さんご存知でしょうか。岸本聡子さんはオランダの非営利機関で水道民営化に反対する国際運動の研究員を長年されていた方です。日本で水道民営化の危機が迫った2018年に帰国し、浜松市、宮城県など各地で多くの人たちに危険を伝えてくれた大恩人だと思っていますということでですね、もともとですね、公共政策学とか、水道民営化とかの専門家なんですよ。だから水道民営化にゴリゴリ反対してて、その危険を知らせるためにわざわざね、向こうのだから、普通にね、エリートとしてずっと一生食っていけるだけのキャリアがあったのに、それを捨てて日本に戻ってきてくれた人なんですよね。だから、こんな言い方するのちょっとあれだけど、もったいないですよ。この方がね、政治家やってくれてるのってね、めったにない幸運ですから、はい。大和田真に変えるなんてね、持ってるほかだと思います。はい。ということでですね、大決起集会で印象に残った言葉、不当な攻撃や中傷に対しては毅然と立ち向かい、必要なら法的措置も行う。わざわざ宣言したのは若い世代や女性、マイノリティの人が将来挑戦したいと思える政治文化を担っていく責任が私にはあるからですと、コメントされていてですね、決起集会はかなりの熱気だったということで、大和田さんはね、多分最後までああいう中傷動画とかで仕掛けてくると思うけども、頑張ってほしいなと思います。負けてほしくないですね。はい。ということでですね、大阪脱出して杉並行きたいということですね。いや、でも、区長選に勝ってもらわないと、本当はね、大和田区政になってしまうのでね、冗談じゃねえよっていう話なんですがね。はい。
右翼の人たちも支える福祉政策を取る人たちを叩いて自滅の道を歩いているのが恐怖でしかない。いや、本当ですよね。だから本当敵味方政治やめろとよって思いますよね。私だってね、何も好きでね、右翼の人たちをここまで敵視してるわけじゃないんですよ。まあということで最後手前味噌なんですけど、まあアメリカのいうテレビ番組、まあろくでもないですね、ザ・デイリーショーという番組なんですけど、YouTube で見てたら、まあ司会がたまにいいこと言い出して、トランプ批判の文脈で、まともなことっていうのは退屈なものなんですよと。例えば毎日子供を保育園に迎えに行くのはエキサイティングなことでしょうかと、いうことを言ってました。まあある意味エキサイティングなことだと思いますよ。皆さんね、子供は好きだと思うから。だけど、でも政治ってこういうもんじゃないですか。なんか政治を面白くすればいいのだみたいなこと言ってたね、石丸伸二みたいなやつがいましたけど、まあ、やつが言ってたこととか、やつがやろうとしてた政治を考えれば、どっちが正しいかね、明らかじゃないですか。まあ、杉本さんの政治もね、岸本さんの政治もね、地味だし、まあ、派手なことはしない方ですよ。だから広告動画も出さねえし、ね、こういう人権尊重だったりとか、まあ、ベンチを出したりとか、レインボーフラッグを掲げたりとかね、別に派手なことをしてるわけじゃないんですよ。派手なことをしてるわけじゃないんですけれども、多少経済的にうまくいかなくてもね、子供が笑顔でいられるような政治を私は求めてるんであって、他国と激しく対立したり、YouTube で大金注ぎ込んで中傷動画を流したり、政治家がタレント気取りでポッドキャストをしたり、外国人や意見の違う人間をスパイアワーにする政治を求めてるんじゃないんですよ。誰もそんなこと求めてないんじゃないですか、一部の人以外。だからなんでこんなことをするのかっていうですね。やっぱり私は、まあ自分もね、アウトロー的なところがあるっていうのを、まあ込み込みの上で言いますけど、やっぱりこういう発想に行き着く人って反社会的だと思うし、まあね、反社会的といえばね、だから、なんか怪しげなね、そういう情報通貨トークンを出してみたりだとか、組織的に誹謗中傷を行ってみたりだとか、まあそのことをね、必死で否認してみたりだとか、まあ陰謀論や中傷をまき散らしてみたりしてたとかね。だから全部それを行動に現れてるじゃないですか。はい。いや、良くないと思いますよ。はい。だから、社会的な安定性を求めるには、アウトローがね、多数派だったり支配者じゃいけないんですよ。それはね、荒れた社会になりますから、ね、あくまでも、まあ、普通の人に合わせなきゃいけない。だから、そういったね、人たちが平穏をね、保てる不安をね、あんまり持たないように政治を運営してなきゃいけないと思うんですけどね。はい。まあなんかそういうこと言うと左翼って言われるんですよね。なんでなんでしょうね。はい。まあ不思議だなという。ワンピースのような政治を目指すなっていうね。いや、全くその通りですね。だからね、こんな冒険政治なんていらないんですよ。やめなさい、本当にって。冒険できる状態じゃないでしょ、今の日本はっていう。次だ、ウィヘイト議員だ。恐ろしいな、それはね。まあなんか、田中裕太郎とかその辺の人たちですかね。だからそんな奴らに絶対負けたくないですよね。はい。いや、ほんとね、世界政府と同じ轍を踏んでしまいそうだし、だからね、ワンピースみたいな政治なんていらないんですよ。はい。別にワンピースが悪いわけじゃないけど、当たり前の政治をしましょう。はい。ということで、本日の話は以上となります。ということでですね、まあ途中でちょっといろいろありまして、申し訳ございませんでした。まあ私もまだまだ勉強不足だし、未熟なとこもいっぱいあるんですけれども、まあ皆さんの支えのおかげでね、いろいろ言えたりしてるところもあると思うんで、今後も頑張っていきますんで、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと、いうことでですね、なんかいつもの退屈な結論で申し訳ないですけど、はい、皆様今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。私も東京プライドの横でアワレインボープライドとかぶち上げたら面白そうだなと思ったんだけど、本家がちゃんとしてくれたらそんなことしなくていいんだよねっていうですね。神谷宗平さんは、11日の内閣委員会で女性スペースの安全確保を論じると予告して、そうなの？このプライド月間にとんでもないやつですね。はい。まあ、ああいうね、反社会的な人はですね、政治家に向いてないんで、やめた方がいいと思いますよ。YouTuber とかになってください。はい。YouTuber だったらね、私みたいな人間でもそんな怒られないから。はい。エンディングだってエキサイティングじゃなくていいんだよってありがとうございます。
お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、反対ということでありがとうございます。神谷宗平のそれを研究しよう。話したら金曜のあれで話すからということで、はい。ということでですね、皆さん、金曜日はですね、プライド月間企画ということで、ガラスマトークスペース特別編、プライド月間に話したいこと、伝えたいことをやろうかと検討しております。まあ、ディスコードに入ってくださればですね、別に私とですね、フレンドとかにならなくても全然話せるような感じにしたいと思ってるんで、話してくれる方大募集中です。まだまだ空きがありますので、皆さんよかったらご検討のほどよろしくお願いいたします。はい。ということでですね。パピーさん、鈴なりさん、お疲れ様ありがとうございます。今来た下が終わりますか？お疲れ様です。アーカイブで見ます。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね。そう、YouTuber になってくれば毎日通報できる。はい。まあ、言論の自由はありますけど、ヘイトスピーチの自由はないのでね。はい。ヘイトスピーカーはね、どこの世界で言おうとバーされるべきです。はい。ということでですね、漢文字もたくさんありがとうございます。いつも勉強になっている配信になっていて、国会にも行けましたということで、ありがとうございます。お疲れ様でしたということで、いや、こちらこそいつも見ていただいてありがとうございます。ということでですね、金曜はですね、どのような企画になるのかわかりません。もしかしたら私が半分以上喋ってるかもしれませんが、皆様ですね、よかったらまた、見に来ていただければ幸いです。それでは皆様、お休みの時間までありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。